チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。聞こえてますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。本日も皆様お集まりいただきましてありがとうございます。遅くなってしまって申し訳ございません。はい、なんかいつものことになりつつあるんですがですね、ちょっと忙しくていろいろすいませんでした。今日はですね、高市支持率 50% に下落、国家情報局設立で日本は全体主義になるかということで、ついに国家情報局の法案が成立してしまったんですけれども、イラン戦争渦中のアメリカと世界の話から石油危機の話、国家情報局と高市政権の話、極右暴力等の問題を取り上げ、その後各国の人権擁護活動やプロテストについて取り上げます。戦争による残酷な描写や軍事的な話題を多く取り上げますので視聴にはご注意ください。あと現在進行形の社会問題や政治問題、ヘイトスピーチについて取り扱います。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありません。配信のチャット欄およびコメント欄ルールでは差別を禁止しておりますので、そうした発言はお控えください。はい、ということでですね、皆様お集まりいただきましてありがとう、いつもありがとうございます。ダーナ風花さん、しょうがさん、ペタさん、タイムさん、無欲さん、道の海賊さん、615さん、伊沢さん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、いつもの感じで進めていくんですけれども、ちょっとですね、なんかありとあらゆることが起きすぎていて、どうやってまとめたものかと思いながらいろいろやっていたんですが、いつもの通りですね、Google ドキュメントファイルに参考リンク集まとめております。よかったらチェックしてみてください。あとですね、お知らせというか、あまりまだ読んでいただいてないので、ちょっと悲しいんですけれども、皆さんよかったら、呪術廻戦モジュロという漫画のレビューを書きました。これ漫画に興味ない人はね、ネタバレなんですけれども、読んでもね、多分面白いんじゃないかと思います。排外主義の話をちょっとしておりますので、はい、なんかですね、結構漫画的な解決の面白さとか、その辺をですね、書きまして、なかなか文章がうまくいかなくて、ちょっとアップロードが遅れてしまったんですけれども、よかったらちょっと読んでみてください。はい、ということで、本日も始めていこうかと思っております。はい、文字の読んでないけど読んだ面白かったというので興味ある人はね、肝心のバトルの部分とかキャラクターのこととかは完全に伏せてあったと思うので、その辺はですね、ぜひとも本編を読んで楽しんでみてください。悲しみさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、こういう差別とかね、排外主義に反対する作品もあるんですけれども、世の中では差別や反外主義ばっかりがはびこっているので、そういう話をちょっとしていきたいと思います。一ノ瀬さん、ここからです。もちろん読んでないけど読みましたということで、未読の方多いな。意外と読まれてないですね。呪術廻戦のね、ファン層とあまり被ってないかもしれないです。そこは申し訳なかったです。はい。私的にはとても、本編より好きかもしれない漫画です。よかったら興味ある人はチェックしてみてください。はい、ということでですね、まずはアメリカと世界戦争の話からやっていこうかと思います。ちょっといきなりですね、ちょっときつい描写がありますので、皆様視聴にはご注意ください。流します。ロイター通信などによりますと、19日、支援物資を届けるためトルコからガザ地区に向かっていた人権団体の船団がイスラエル当局に公海上で拿捕されました。また船に乗っていた世界各国から活動に参加した若者たちも拘束され、その時の動画をイスラエルのベングビール国家治安相が SNS で公開しました。ベングビール氏は活動家が押さえつけられる様子を満足げに見ています。
またひざまずかされた活動家らを前にイスラエル国旗を振り、英雄気取りでやってきた彼らを見てみろ、テロ支援者以外の何者でもないなどと叫んでいます。これを受けてヨーロッパ各国やカナダなどが一斉に非難するとともに、一部の国は抗議のためイスラエルに駐在する大使を召喚しました。またネタニヤフ首相もイスラエルの価値観や規範に反すると誤りを認める異例の声明を出しました。ガザ地区では陸路をイスラエル軍が管理しているため食糧難が続いていますが、人権団体などはこれまでにも海から支援物資を届けようと船団を派遣し、イスラエル当局に阻止されてきました。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんもこうした活動に参加し、一時イスラエル当局に拘束されています。イギリス BBC によりますと、今回は40カ国以上から参加した430人以上が拘束されたということです。はい。少しちょっと取り上げるタイミングが遅くなってしまったんですけども、グローバルスムードフロティラ船団がイスラエルに拿捕され、むちゃくちゃですね。公海の場で恥ずかしめを受けると。そもそも公海って開けた海で拿捕してる時点でこれ犯罪行為なんですけど、なんで犯罪行為をしてる側が偉そうにしてるのかわからないですね。はい。しかも、今のところ、証拠というかですね、イスラエル当局側は否定している点なんですが、15人に性的暴行を働いた疑惑が出ています。パレスチナ自治区ガザに支援物資を届けようとした船団の活動家らがイスラエル軍に拿捕された際に性的暴行を受けたと運営団体が明らかにしました。430人が乗った50隻かなるグローバルスムード船団ですが、船内で少なくともイスラエルの兵士から15件の性的暴行があったほか、至近距離からゴム弾で撃たれたり数十人が骨折したと SNS 上で主張したが、イスラエルの刑務当局は申し立ては虚偽であると、ベングビルだけが悪いのであると、主張しているということです。もういい加減にしたら、君たちの嘘はもう割れてるからっていうか、確かにベングビルはとんでもない人物です。とんでもない人物ですが、彼一人を非難して済まされる話じゃないですよね。これイスラエル全体の問題でしょ。イスラエル、ベングビルだけを非難して済ませようとしている人がいるんですけど、ひどいよりはマシなんだけど、フランスのですね、議員さん、バロットさんですが、本日のは、イタマル・ベングビル氏はフランス領土への立ち入りを禁止します。グローバルスムード船団を乗船していたフランス人及び欧州人市民に対する彼の許し難い行為は、絶対許せませんと。この取り組みを支持せず、これは何の有用な効果も生まないと私たちは主張してきましたが、私はそのプロフェッショナリズムと献身には敬意を表します。だったら支援してくださいよという感じなんですけれども、パレスチナ人に対する憎悪と暴力の扇動は許せませんということで、フランスなので、こんなね、この程度の声明でね、良かったと言われたいと思うなよという感じではあるんですけれども、異例の強い声明を出して、さすがにネタニヤフも謝らざるを得なかったということですね。はい。ただゲングビルがやってるようなのは国内向けのパフォーマンスであって、鼻からね、国際社会の理解を得たいという、話ではないんだと思いますけれども、ああいう極右の人たちがね、どんどん世界で嫌われていること自体は、当然の話ではあると思います。ナミさんここからです。特攻警察かっていう。いや、本当に勇敢みたいですよね。さすがに西洋帝国主義でも容認できなくなりつつあるのやばいっていう当たり前の話なんですけどね、もっと早くこれを言えよっていう話だし、イスラエル全体に対してですね、ベングビールだけじゃなくて、やってることが全て不当であるし、こういうね、暴行であるとか、性暴力であるとか、法律違反の行為であるとか、虐殺をやってきたっていうことをいい加減認めてほしいですね。はい。この横暴さはどんな周期に当てはまっているのでしょうか。いや、本当わからないですね。意味がわからない。はい。ということで、相変わらずうんざりする話なんですけれども、ただ、パレスチナに対してだけこれをやっているわけではありません。これちょっと映像残酷すぎるし、バンされそうなんでちょっと流せませんが、見たい人は、リンクしてクリックしてみてください。これイギリスの割と
右寄りの放送局で知られるスカイニュースという媒体なんですけれども、スカイニュースが報じました。カメラに収められたイスラエルの攻撃によりレバノンで救急隊員3名が死亡しました。12時間前には他の4人の医療従事者が死亡していましたと。スカイニュースなので、持ってばまたちょっと言い方をしてるんですけれども、動画にははっきりと、いわゆるダブルタップ攻撃だということが書いてます。ダブルタップ攻撃って何かっていうと、レバノン当局に対して未だに虐殺というかですね、戦争行為を続けているわけですよ、イスラエルは。で、その、被害に遭った市民の方々をレバノンの救急車が助けに来たんです。で、レバノンの救急車が助けに来たところに、さらに攻撃を加え、4名先に亡くなってたのが7名になったという話ですね。はい。で、救急車を狙ってミサイルぶっ飛ばしてるのがね、はっきりカメラに映っているので、これをだから欧州は2年半ぐらい容認してるんですけど、そのことについては誰も何も言わないんでしょうかね。よっぽどこっちの方が問題だと思うんだけど。はい。もうなんで言われてきたか分かりませんが、同じことがずっとガザで繰り返されてるんですよという、そうですね。ガザでもそうだし、レバノンでも同じことが繰り返されているわけです。はい。ただ、最近なんか極右の人たちも、このね、コメント欄もですね、日テレニュースのこのパレスチナ関係の報道にしては珍しいことに13万回以上再生されてて、イスラエルへの非難が殺到してます。ただ、YouTube ですので、いわゆるね、右翼の人たちもね、もうイスラエルのことを悪く言うようになってきてるんですよ。でも彼らって基本差別主義者なので、反ユダヤ主義的な投稿なども見られるようになってるわけですね。それは良くない傾向だと思います。はい。ユダヤ人の人たちとイスラエルの人たちを同一に見てはいけないですし、イスラエルとシオニズムを同じだと考えてもいけません。イスラエル人は人々が思っている以上に大量虐殺的ですと。アンドレ X さんは、カウンターハスバラをする TikToker ですと、いうことで、ハスバラって何かっていうと、イスラエルのいわゆるプロパガンダ報道ですね。私たちは虐殺なんかしてませんみたいなのが、典型的で、今や誰も信じてないような気はするんですけれども、ハスバラにですね、何十億ドルという、金額をかけているということが言われてるんですが、この方はですね、ヨルダン川西岸で自らですね、そういったですね、パレスチナに対するイスラエル側の暴力を告発するという活動をずっとやってらっしゃるそうです。それでもね、すごいなと、思うんですけれども、この方、名前で分かった方もいるかもしれないですけど、ロシア人なんですよね。すごい出自で、ロシアのサンクトペテルブルク出身、2022年にイスラエルに到着した後、定住して本来活動家になるつもりはなかったと。テルアビブで祖父母を訪ねた後、ロシアに戻る予定だったが、ロシア軍がウクライナに侵攻したため、逮捕を恐れてイスラエルに残ったと。もともとですね、反プーチン活動をやっていたらしくて、今、祖国に戻ればおそらく逮捕されるだろうと思ってイスラエルに残り、そこでですね、パレスチナ連帯運動に、ですね、従事するようになったということです。すごいですよね。こんな人おるんかっていう感じなんですけど、直舘さんがですね、ハスバラじゃない、すいません。失礼しました。ハーレツの記事を日本語訳してくださってるので、興味ある人はぜひ読んでください。いやー、なんか、この若い方の人生をなんかっていうね、複雑な気持ちにはなるんですけれども、彼はロシアインテリゲンツァーの数少ない真の継承者とも言うべき人物だろう。現在本国の犯罪ではなくイスラエルの犯罪ともっぱら戦っているのは運命の皮肉としか言いようがないが、これはシオニズムのロシア的負の遺産との戦いでもあるということで、ロシアはね、公然と戦争が起こすまでは、イスラエルと割と仲良しでネタニヤフを安全と支持してきたので全然ね対立してないんですよ。米ロの関係考えたらなんか不自然に思えるかもしれないですけど、トランプとねプーチンがそんなに仲悪くないのと一緒なんですよね。同じ独裁者なので、はい。イスラエルはロシアの犯罪についても、シリアがいろいろ悪いことやってきた時も知らんぷりしたし、プーチンの犯罪には目をつぶってきたというふうに言われております。はい。ロシア人系のね、イスラエル人ってかなり多いらしいので、そういった都合もあるかと思います。
ベングビールはあれでも閣僚なので際立っていますが、この人だけの問題ではないです。あの人は以前からあんな感じで、あれで閣僚になるのがイスラエルです。そうですね。このですね、アンドレ X さんもおっしゃってるんですけれども、とにかくパレスチナ人は殺していいと思ってるやつが多すぎると。で、自分のリベラルなね、ユダヤ人同胞だと思ってた人たちが、で、割と彼ってだから迫害されてる身だからいや大変だったねみたいなことを言われるんだけど、二言目にはね、パレスチナ人はテロリストだから殺そうぜみたいなことを言われるっていうようなことが書かれてて、いや仰天したよそんな言葉にはよと。そんなことが許されるという事実だけではなく、見知らない相手にそんなことを平然と言えてそれが許されると思っているという事実に私はびっくりしたということで、はいですね。当然反プーチンの人なのでそういう感覚の持ち主だったんだろうなと思います。いやー、すごいですよね。本当敵の敵は友じゃないですよ。だから、ロシアにいる反ユダヤ主義者とかネオナチとかたくさんいるわけですけれども、ああいう人たちは、一転して、アメリカの連中もそうですけれども、イスラエルを叩くようになってきてますけれども、彼らは決して味方ではない。本来連帯すべきは、このアンドレ X さんのような人なわけですよね、我々としては。はい。なのでですね、彼が本当ね、今は、いろんな海外の人たちとつながって支援を受けてるそうなんですけど、本当に殺されるかもしれないので、無事でいてほしいなと思います。もうやばいな、パレスチナ人いくらテロリストだからといって人扱いしないのは、いや、リベラル派としては完全に終わってますよ。だから、左翼シオニストっていうのは先日も言っていましたけど、だからこういうね、偽善を平然と述べてきた人なので、ある意味ね、イスラエルの右翼より立ち悪いんですよね。はい。もちろん、フジャノフスキーさんは違いますけどね、外国人として来て、イスラエル人ってこんな感じなんて思って、いや、俺もユダヤ人だけどびっくりしたわっていう感じだったらしいので、はい。日本がこうなったらおしまいだと思いますので、今が引き返せるかどうかのですね、最後のチャンスになりつつあるなと思いつつ、怖ーと思っています。はい。ですね、フランスのね、パレスチナ系フランス人のリマ・ハッサン議員ですが、自死は軍隊における3番、イスラエル軍における3番目の死亡原因で、現役兵士がイスラエル全体の死者の 78% を占めています。ガザから帰還した数千人の軍人に薬物が投与されています。レブラン教授は、イスラエル人の 30% から 50% が中毒性物質の影響下にあると推定しています。植民地主義社会では、常に自分が犯し容認する犯罪によって病に侵されていますと。当たり前ですけど、別にイスラエル軍だって人間なんで、これだけの残虐行為をやってて平然としていられる人ばかりじゃないんですよ。もちろんね、生まれつきのね、そういう、良識がね、ちょっと欠けてるような人だっているかもしれないですけど、ほとんどの人は、あまりにもですね、自分のやってしまったことの重大さに、知らず知らずのうちに、ですね、心がですね、病んでしまうわけですね。はい。なので、誰も幸せにしないわけですよね。わざわざロシアから逃げてきたユダヤ人の人も不幸になってしまうし、自分で戦ってる IDF の人たちも不幸になってるし、なんかヘラヘラしてるのはネタニヤフのような人ばかりというところですね。はい。いや、だから本当に日本もそういう社会になると思いますよ。なんか笑ってるのは自民党だけみたいなですね。だからそういう風になってはいけないということですよね。で、ちょっと関連で、ウクライナの話ちょっとしておきたいんですが、マリウポリをですね、もしかしたら奪還できるかもしれないという話が出ております。ちょっとこれ、ウクライナアカウントなのでかなり楽観的な見方をしていると思われるんですけど、ウクライナの中距離攻撃とドローンでですね、かなりロシアを押していて、クリミアと結ぶ、高速道路上で多数のロシア軍車両が攻撃を受け、これによりマリウポリへの保健線が実質的に分断されつつあり、同地域への物流が遮断されていると。だからロシアを追い詰めているそうです。はい。この調子でなんとか停戦までこぎつけられないかなという気がするんですけど、マリウポリはですね、映画とか見ていただいた方はわかると思うんですけど、絶対に取り返さなきゃいけないんですよ。ロシアはおそらく大量虐殺をやってるんですよ。でも証拠がないので、ヒューマンライツウォッチとかは下手すると25,000人ぐらいの市民が虐殺されてるというふうに言われてるんですけれども、今のところロシア占領下にあるので、マリウポリで何が本当に起きたのか誰も分かってないわけです。ただ、それが発覚すればですね、もしいよいよロシアも国際的には言い逃れできる余地がなくなってくると
と思うので、なんかゼレンスキー楽観的に見えますけど、大丈夫だろうから、まあとにかく頑張って停戦までですね、押し込んでほしいと思います。はい。ということでですね、だから本当ね、そうなったらおしまいですからね。だから一回ロシアやイスラエルみたいになってしまうと、そこから盛り返すのって容易じゃないわけじゃないですか。これだけ戦争に負けてもこう反省できないわけだから、はい。ですね。権力者だけは傷つかないっていうのは本当にむごいですよね。こうして資本家はまた権力者が金を手に入れ、私たちは互いに争わざるを得ないというところですね。はい。そうですね。マリウポリのね、全容が明らかになれば、だいぶウクライナに対する評価も変わると思うし、まあ今の状態だと、まあウクライナがもう悪いだろうっていう人も多いし、まあウクライナも確かにいろいろやらかしてるんだけど、戦争ですからね。だけどね、非侵略国なので、はい。まあ何としてでもね、マリウポリを取り戻してほしいと思います。ただですね、イラン戦争はどこから誰かさんのせいで未だ膠着状態です。ホルムズ海峡に浮かぶ船員らからは1日1食しか食べていないとの報告が出ているとロイターが報じてます。豆と米だけでしのいでいるという声がある。家族の問題を抱え不安のあまり泣きながら電話してくる船員もいる。この方々だけでもなんとかならないんですかね。日本政府はだから自衛隊派遣は論外としてもなんとかしろよ、とりあえずダメでしょ、これを放置していたら。はい。人道上許されないと思います。なんでこれが放置されているんですかね。ちょっと失礼しますが、いや、ちょっと信じられないですね。だって正直、まあ、ロシアとトランプ云々の問題じゃもはやないじゃないですか。だからそうじゃなくて、ですね、イラン当局に話を通して、まあなんとかしてここまで通してほしいと、もちろんアメリカがね、それを嫌だと言ってるせいもあると思いますけれども、そういう交渉をなぜしないのかと思います。はい、とにかく一刻も早く助かってほしいなと思います。まあただですね、なので依然としてホルムズ海峡は封鎖されていてどうしようもないという、ナラティブが我々を洗脳しつつあるわけですが、そんなことはありません。はい、25日のニュース、イラク産原油満載の中国向け超大型タンカーがホルムズ海峡を通過しました。どういうことですかというふうに言いたくなるんですけど、これ、イラク産の、しかもですね、イランじゃないですよ。イラク産の原油を満載した、超大型タンカーが、ホルムズ海峡を通過したそうです。イラン戦争の終結とホルムズ海峡の通行再開に向けた協議が続く中でペルシャ湾を出港し、米国の封鎖ラインを越え、悠々とアラビア海に出た。ブルームバーグが集計した追跡データによると、中国向けのイラク産原油200万バレルを搭載した船はオマーン湾からアラビア海へ出港したと。まあだから、やっぱりイランが許せば通れるんじゃねえかよ。なんだよ、アメリカの逆封鎖っていう話はよ。だって通れないっていう話でしたよね。何やってんですか、アメリカは。中国ですよ、中国。なんで止めないんですか？でまあ止めるわけないですよね、中国の船をね。はい。いや、本当にね、だから船員の人たち助けないで、まあ中国の船が行くの悠々とやってるっていう、アメリカ本当何やってんのかっていう話だし、世界中のね、人たちがそう言わなければいけないと思うんですけど、まあ本当ね、欺瞞に満ちてますよね。ホルムズ海峡イランと交渉して通ったらアメリカやサウジに怒られると根拠なく言われていますが、そんな事実はありません。アラブ産油国が消費国が取りに来てくれないからと自分で、まあ今回の場合イラクですけれども、タンカーを仕立ててですね、中国に運び出したわけですよね。ありえないですよね。本当に。だから要はイランと仲いいかどうかだけがポイントなんでしょっていう。なのでですね、とっとと高市さんは交渉して、まあ今取り残されてる人も助け出してほしいと、それだけはね、申し訳ないけど別に高市政権潰れなくてもいいからさっさとやってほしいと思います。はい。なんですが、強気にこびて弱気を叩くという。はい。
ただなんですが、で、殿下のですね、アメリカのノーライフキングとことトランプ様は何をやってらっしゃるかというと、はい、IRS なる組織と和解して、自分と家族に対する税務調査を禁止する条項を追加していました。自分の家族に対する税務状況の調査を禁止ってこれどういう意味ってまあ皆さんちょっとびっくらこいたと思うんですけど、これただ報じられてるより信じられないほどやばいニュースです。IRS っていうのは何かっていうと、内務国歳入庁という、要は日本における国税庁ですね。1月のこれ時事通信のニュースなんですけど、トランプは自分の納税申告書が報道機関に流出したという責任があるとして日本の国税庁にあたる IRS 内国歳入庁と財務省を相手取り100億ドル1兆5000億円の損害賠償を求めて提訴していました。いや、自分の税申告が勝手になんかで公開されたことで 1兆5000億円を支払うやつがいるかよっていう話なんですけど、なんとこの訴えが通りました。この訴えが通ってしまい、トランプ氏と年長の息子2人は、今年1月、こういった訴えを起こしていたので、この訴訟が和解についに至ったと。さらに不当な調査と受けたと考える人々、あの時国会議事堂を襲った Q アノンの人たちとかも含めた人たちに18億ドル約2860億円の基金を設立し和解金を支払うことで決めたと。何がどうなってんだこれっていう話なんですけど、ですね、要はこれ裏金スキームなんですよ。おかしいでしょ。国税庁って要はトランプの大統領の指揮下にある機関ですよ。何でもかんでもトランプの好きにできるわけではさすがにないけれども、だからトランプの指揮下にある国税庁に対し、トランプの息子とトランプが訴えを起こしたんですよ。お前金払えやと。そして、トランプの司法省がそれを認め、訴訟が和解に至り、3000億円の金が国庫からポンと出現したんですよ。で、これって、要は、政府基金としてしかも設立してるから、Q アノンに配られるみたいな、憶測がね、SNS とかで流通したんですけど、そんなことあるわけないですよね。あんな奴らに金払う義理なんてないので、もちろんトランプとその家族に支払われるんですよ。もう要は、横領ですよね。トランプがアメリカの国庫に手をガブッと突っ込んで2860億円取り出してるんですよ、自分で。すごい。すごすぎる。これありとあらゆるアメリカの憲法に違反してると、今ですね、弁護士の人とかがカンカンになって、もうアメリカの法治は終わりだというふうに言われてるんですけれども、このニュースだとね、BBC の書き方だとちょっと分かりにくくてね、意味がよく分からなくて、トランプのね、家族どもが免税されたという、それだけでもひどいニュースなんですけれども、それだけの話じゃないかと思ってたんですが、もっと闇の深い事件だったわけですね。これでトランプは自分の息子とかを経由して金を国庫から抜き放題、ザックザック、なんかあるじゃないですか、お金わしづかみ大会みたいなですね。今回2860億円出てきたぞ。じゃあまた訴訟起こすかって。次は3000億円だ。次は4000億円もらおうからみたいなですね。はい。なので次から次へと、自分、国庫のですね、お金を自分のものにすることができるようになったそうです。もうアメリカの法治終わりですね、これ。なんだこれは。さすがの安倍さんでもここまでしなかったと思うんだけど、もう資本家さえ良ければいい、権力者さえ良ければいい、金の亡者さえ良ければいいの、極みですよね。でも、やっぱりこれを司法省が許しちゃうところが腐ってると思いますよね。はい。これでよく貧困層からの支持が得られるな。いや、ある意味アメリカンドリームなのかもしれないけど、ひどすぎるでしょ。むちゃくちゃすぎませんか。バレロンでしょっていう、合衆国の破壊を狙ってますわ。通常の司法が機能していれば、間違いなく刑事訴追されて逮捕されてるはずですよ。はい。貧困層が支持しているわけではなく、中間層や富裕層もトランプを支持。そこはそうですね。大事なとこですね。はい。別に貧困層の方々だけが支持しているわけではないので、はい。ですね。失われた白人のね、復讐云々は確かにただのナラティブですね。
お菓子詰め放題じゃねえんだよ。ジャッジ暴虐がのさばってしまうのか、資本家気取りって日本だけの現象かと思ったらアメリカでもあるんだって。まあ私もだからね、アメリカの専門家の方の YouTube の解説とか、見てですね、この事実に気づいたんですけど、あ、そっか、そうだよな、法的にはそういうことになるよなって。トランプ君のお金わしづかみなんだ、これっていう。すごい。いやー、3000億円もわしづかみできたら、それは何でもやりたくなりますわな、という。っていうか、お前はまずイランと和解しろやって、どんだけそっちには金払ってもいいからよっていう、話なんですけどね。はい。いや、なんでこいつ辞めさせられないんでしょうね。まあ、ただですね、ちょっと最後になりますが、そんなトランプさんが、他に注目していることは何かというと、イラン戦争ではもちろんありません。もうイランのことに多分飽き飽きしてるのかね、真面目に交渉する気もないわけですけど、はい、ちょっと音声出すとこれバンされそうだから映像だけ見ていただきますが、N200 さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。はい。何でしょうかね、この下手くそな AI 動画は。これがまあ90万いいねされてですね、久々にトランプが自分で X に書き込みをしたということでも話題になっているんですけれども、このゴミ箱にぶち込まれてしまった、方はですね、有名なテレビ司会者のコメディアンの方です。トランプ氏トーク番組打ち切りはさらに続くと政権批判に一段と圧力ということで、政治風刺で知られたアメリカテレビ局 CBS の深夜トーク番組ザ・レイトショー・ウィズ・スティーブン・コルベアが同日で打ち切りになったことを歓迎し、同他のトーク番組も今後打ち切りに追い込まれるだろうという見方を示した。高市早苗かっていう、まあ、感じなんですがトランプって要は自分のことを悪く言うコメディアンとかが本当に嫌いなんですよ。前もジミー・キンメルさんっていう有名な人が狙われて、まあ、圧力をかけられたりしたわけですけれども、今回スティーブン・コルベアとそのですね、まあ、この突っ込まれてる人と CBS がですね、完全にまあトランプに屈したと言われまして、超人気番組だけど財務上の理由でちょっと困ってたので打ち切りしますって、まあ打ち切りの詳細は明かせません。超人気番組ですが代役などは立てず、公認も立てず、本当に打ち切りにしますっていう、歴史ある番組だけど打ち切りにしますということで、まあ、スティーブンはですね、2代目として11年にわたり、レイトショーのですね、司会を務めていたんですけれども、深夜トーク番組の視聴率トップ、大人気、ですね、タレントとして、いろいろ辣腕を振るってきたにもかかわらず、あまりにもトランプのことを非難するので、まあ、こういうですね、政権からの圧力にかけられてしまったと。もう民主主義国家では何でもないですね。ファシズムでしょう。はい。ということでですね、まあ、トランプさんは自分を批判してくる人たちが気になって仕方がないそうです。いやー、ほんと典型的な独裁国家ですよね。まあ、岡田さんもね、AI 画像でね、高市さんに誹謗中傷されてましたからね、こういう動画もあったかもしれませんね。まあ、ただ、まあ、このスティーブ・コルベアさんって、なんて言うんでしょうね。アメリカのコメディアンの方ってみんなそうなんだけど、まあ差別ネタとかも使うし、下ネタとかも使うし、私はそこまでジョン・スチュワートっていう人の方が好きなんだけど、ファンでもなかったんですけど、BBC が大々的にこの事件について取り上げてましてなんでかっていうと、米夜深夜番組ザ・レイトショーが終了、最後のゲストは、なんか有名なイギリス人アーティストということで、イギリスのですね、とある大物アーティストを、まあ、最後スタジオに呼んで演奏してもらったということで、まあ YouTube などで非常に話題になってます。司会のスティーブン・コルベア氏と特別ゲストの、まあ、有名なイギリス人の人たちが最終回を締めくくりました。ここは番組のスタジオとして使われているエドバ・サリバンショーでの、当時の有名アーティストの人の演奏や同バンドの全米ツアーのかつての思い出などについて語ったと。CBS は昨年7月番組の突然の打ち切りを発表し、まあ、惜しまれながらも終わったわけですけれども、わざわざですね、過去にここで演奏したことがある有名なイギリス人アーティストの真ん中の写真の人が来てですね、歌ったと。
まあ、だから、別に権威づけとかがしたいわけじゃないですけど、X の中で吠えてたってですね、スティーブ・コルビアってこれぐらい人気ある人なんですよ。人気もあるし、金もコネもあるわけですよね。普通来ないでしょ。これは。さすがに私もびっくりしました。来るんだ、本当にっていう。いや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 。もちろん CBS とは仲違いしてるので、CBS の金で動いたというわけではないと思われますので、まあ、コルベアのために演奏しに来てくれたんですよ。すごいな。まあ、さすがにすごいなと思いました。で、スティーブ・コルベア氏は、今夜のゲストはローマ教皇のつもりだったがキャンセルになってしまったので、たまたまその辺りに来たポール・マッカートニーを捕まえてきたと言っていて、まあこれはもちろん冗談なんですけど、ポール・マッカートニー氏は、コルベアの隣に座りトークをして、私たちが愛した音楽のすべて、ロックンロールもブルースもそのすべてが生まれたのがこの場所である。アメリカはまさに自由の国であり、最大の民主主義国家だった。そう、以前はそうだった。今もそうだと願っていると。付け加えまして、ハローグッバイという名曲を演奏したそうです。はい。まあ、なかなか感動的な映像だったので、興味ある人は、YouTube とかチェックしてみてください。無料で見ることができます。スタジオで野党の人が話している中で急に羽交い締めされて海に落としめるとか、そんなの受けてたかもしれないですね、岡田さん。さすがに超物すぎる。だった、過去形なんだって。これ、ざわついてましたからね。でも、ポール・マッカートニーって私もあんまり正直、もう一人の人の方が好きなので、イマジンの人の方が好きなのであれなんですけど、あんまりね、ド派手に政治的発言するタイプの人じゃないんですよ。イマジンの人はね、ああいう曲ばっかり歌ってたわけですけど、まあ、でもこれはもう、もう露骨にトランプ批判ですよね。露骨にトランプ批判だし、しかもこんな動画を、だからわざわざポール・マッカートニーが歌った後に出しちゃったんだから、これ間接的な侮辱になってますよね。もうイギリス行けないんじゃないですかね、トランプは。はい。まあ今回ね、イラン戦争でもなんか割と、まあスターマーの姿勢のせいもありますけれども、及び腰な対応をして、まあ軍事基地貸さないとか、ホルムズ海峡に派遣してくれって言っても、いや冗談じゃないよって言ってイギリス人から断られたということが伝えられてるんですけど、まあこんな調子でですね、11月までに支持している政権は高市政権ぐらいっていう感じになっていけばいいのかなと思います。はい。そもそもアメリカって民主主義のイメージがない。いや、私はイメージはさすがにありましたけどね。まあこういうね、なんか自由のね、国なんだという、自由とポップの国なんだというですね。まあ、マッカートニーさんもそう思ってたみたいなんですけど、私はですね、まあ過去形なんだろうなっていう。はい。元から反響して独裁 OK、他国でクーデターを起こさせたりして、とくでもない国ですね。そうですね。まあ、その帝国っぷりはですね、イギリスに負けじと劣らずなわけですけどね。はい。ということで、トランプと、世界の話でございました。はい。ということでですね、まあこれからですね、ただトランプはこんな感じでなんかテレビタレントにご就寝なわけですけど、我々はもうそんなこと言ってる場合じゃないですよね。はい。ということで、まず命に関わる問題、結局ナフサはどこにあるのかということで、ちょっと動画を流したいと思います。ここでいくつか新聞記事を紹介します。鹿児島ニュース、医療用グローブ不足、鹿屋の鹿で在庫あと数日分。読売新聞、医療用手袋の入手などで死傷 74%、注射器、注射針も。TBS ニュース、薬はあっても容器が足りない、中東情勢の影響で薬局の軟膏容器などプラスチック製品が品薄に。産経新聞、上野厚生労働大臣、国備蓄の手袋5000万枚を放出。口コミ3、病院勤務ですが、医療は石油由来製品に依存しています。点滴バッグ、注射器、錠剤シート、ニトリル手袋、滅菌パック、医薬品、検査薬、あげたらキリがないです。だから何が欠品するのか予測がつかないです。もともとこうなる前から新年度からの納入価格アップなんて言われていましたが、突然予告なしに手に入らなくなる。それをあらかじめ購入しておけなんて、点滴だけでも種類が多いのに、欠品予測は絶対に無理です。使用期限がある医療資材もあるし、保管場所だって必要だし、どうにもなりません。口コミ4、製薬会社は石油由来製品にどっぷり依存していますから。私は製薬会社で働いていますが、有機溶剤が不足すると製造ラインが止まります。医薬品は有効成分を合成するために膨大な量の有機溶剤を使用します。アストン、トルエン、メタノール、イソプロピルアルコールなどなど。また製薬工場は医薬品製造基準で厳しく管理されており、代替溶剤を適当に使う別メーカー品へ即変更、あるいは洗浄方法を変えることが簡単にできません。また機械のメンテナンスや洗浄をするのも石油由来溶剤。口コミ。はい。
ということでですね、あんまり、いいチャンネルタイトルじゃないんですけど、社畜ザパンさんという、こういうちょっと出展、SNS とかからおそらくですね、普通に転載しちゃってんじゃないかと思うんですけど、こういう口コミを集めた人気の YouTube チャンネルなんですが、口コミなんで、適当な内容のものもありますが、ラフさに関する動画を最近このように上げられてまして、これはですね、先ほど見せたように新聞でも裏付けが取られてる内容なので、おそらく、大体合ってるんじゃないかなという感じですよね。医療関係者の方々が、こうやってね、いろいろな SNS に投稿したものをまとめたものになってるので、興味ある人は見てみてください。はい。やばいですよね、本当に。だからニトリル手袋がいよいよ買えなくなってきたとか、軟膏のね、容器がなくなるだろうっていうことはもう言われてたわけですよ。6月末にはもう積むだろうという話がこれも出ていたわけですけれども、まさにその通りになっていると。だから、どうするんですか、これは。透析治療とかに関してはね、さすがに、今、直ちに止まるという状況だというふうには言われてないみたいですけれども、プロの医療従事者の人たちがこんなこと言い出してるのでは、もう1ヶ月、2ヶ月なんて時間がないかもしれないですよね。はい。高市目詰まりです。そうですね。アメリカはすっかりただのネオリベ国家になってしまいましたね。昔はそうでもなかったのかもしれないけど。弱者を切り捨てようとする高市政権。そう、簡単に大体無理なんですよね。軒並み欠品なのでね。はい。ということでですね、こういった YouTube チャンネル、口コミ系のチャンネルとかも非常に再生数が伸びていて、もういよいよですね、いろんな人たちに、こういう、普段こういうなんか政治系の動画を見ないようなノンポリの人たちにも伝わってきてんじゃないかなというふうに思うんですが、報道特集でもですね、いよいよ、差し迫った状況にある建設業界の人たちの声が少し取り上げられました。の方に満足な流通が、手元に届かなくなったと。さらに防水剤を希釈するのに使用するのがナフサ由来のシンナーだ。一番最初に足りなくなり始めたのが代表格がシンナーで、このシンナーがないと仕事にならない、そのぐらい重要な材料になるんですよ。この程度だとなかなか仕事にならないんですけれど、本当にこの程度の量を少しずつ使っているというのが現状ではありますよね。資材が十分にないため、工藤さんは防水工事を請け負えない状況だという。今年2月3月の仕事のスケジュール、2月は19日、3月は16日、防水工事が入っていたが、4月に入ると4日に激減、今月は予定も含めて6日に減っている。このままでは生活が成り立たないと考えた工藤さん。はい、ということで、このようなですね、もうどうしようもない状況に陥っている、当事者の方々の声が、特集されております。で、この工藤さん、今荷物を下ろしているシーンになってるんですけれども、フードデリバリーを結局やることになっているそうで、今はお弁当などを運んで、一時的に生計を立てておらっしゃるそうです。でもない話ですよね。だって国の失策ですよ。だからコロナの時はまだ補助金などがね、無金利融資などがあって、そういったものを利用したという肌元も出てるんですけど、今回は何もなしでこういう状態に陥ってるわけですから、どうにもできないですよね。だから倒産するか、そうやって別業種にちょっとくら替えして一時的にお金稼いでるかというような状況になっているようです。はい。大人シャヤさん、アムキンギさん、初恋ありがとうございます。枝前家庭連合さん、カラスです。自民党本部に白黒ポテチの袋を送ろうって、もう、なんか嫌がらせで送りつけてやりたいですね。星がありません、勝つまでをリアルに体験できる時代が来るとは、ハピネス&タヌココさん、カラスです。ということでですね、備蓄も限度があるし、ありとあらゆるものがナフサ由来だからキリがない。いや、本当にね、だから医療と建築ですよ。一番まずいじゃないですか。我々の生活の根幹に関わるお仕事をされてらっしゃる方々が、資材が足りない、どうにもならないってね、このままじゃ食っていけないっていうことを言ってらっしゃるわけですよ。その重大性っていうのをどう考えてるんですかね。何も考えてないんだろうけど、シンナーだからそう水で薄めてというわけにいかないんですよ。少し考えてみれば当然の話なんですけれども、だから少ないから少ない中でもちみちみ使うしかないというようなことを言われております。
そう、月火日みたいなですね。まあ、こうしたスケジュールで仕事しなきゃいけない。まあ、こうなったらね、もうどうしようもないですよ。だって日当で稼いでる方々ですからね。はい。だから働けなかったらその分ね、お金がないわけですよね。これでよく支持率 50% いったなんて、いや、支持率 50% でも本当高すぎるんですよ。2% ぐらいでいいよ、2% で。日本が無駄に大きな人災。3.11 後の福島復興では、土建業の一人親方は大変な思いしてたのにってそうなんですよね。だから3.11をね、乗り越えた人たちだと思われるのになんでこんな目に遭わなきゃいけないんでしょうね。まだガソリン補助金を撤回しないのか。こうした時計屋さんは建設国債を発行してくれる自民党を支持する人たちも多いようですが、今回の失策で支持は離れるでしょう。そうですね。大手もいよいよ見限るんじゃないかと思いますよね、自民党。はい。そうしてほしいものだと思います。いや、本当に何も考えてなさそうなのが怖いですよね。はい、熊崎さん、コンカラスです。高市、物質は有限だが精神力は無限なのであります。無田口レイヤみたいなこと言わないでほしい、本当に。はい。ということでですね。ただですね、YouTube なのでですね、私はいつもコメントに注目するわけです。反日テレビ局の TBS の報道特集だって、絶対これは批判が集まっているだろうと思って、見てみたんですけど、パネル工ですがコーキングがありません。買取小売業ですがアスクルでの備品、セロテープ、ガムテープが調達できない状態です。物流業ですが単純にオイルに、トラックに入れるディーゼルオイルが手に入りがたい状況を実感しています。オイルがなければエンジンが焼き付き通行不能になります。高橋洋一はおかしい。建設業者だけでなく工事中で止まっている客の方も相当困っているでしょう。戦争が絡んでるからどうしようもないかもしれないですね。いよいよ止まるかもしれないじゃなく、実際は止まったケースも、倒産するケースも出てくると思います。財務省が発表した4月の貿易統計でナフサ含む揮発油は、79% 減。まあこれ先週言いましたけれども、恐ろしいことにこのニュースは大げさでも何でもなく、周りでは同じことが起こっています。上級国民は失業したわけでもないのに、来月の給料がゼロの恐怖なんて想像もできないんじゃないでしょうかと。うわ、すごい政府批判一色。いや、まあ笑い事じゃないんですけど、だからね、YouTube のコメント欄がこうなるって異様ですよ。まあさっきのイスラエルの話でも言いましたけど、いつもだったらまず政府とかそのアメリカを擁護する人たちがたくさん来るから、でも誰もいないんですよ、見渡す限り。だからね、まあバッド評価で沈んでるか、そもそも書き込んでない、何も言えないから書き込んでないかっていう感じじゃないかと思うんですけど、まあさすがにもですね、報道特集にここまでされたらですね、反論のしようがないというか、もっと報道してくれみたいな声もたくさん聞かれております。はい、そりゃそうだよな。ということですね。いや、ほんと大日本帝国みたいですよね。まあ、大日本帝国とかろうじて違うのは、こういう書き込みができるということなのでですね、皆さんもね、YouTube に気づいたら書き込みしましょう。はい。無田口さえビビるわって。セロテープ欠品しましたわって。高市支持者は、首相官邸のチャンネルにたくさんいますので、物寂しい方はぜひ聞いてみてください。行きたくねまあ、首相官邸チャンネルはね、支持者ばっかりでしょうね。潮目変わってきましたね。レトウヨたちどうしたんでしょう。さすがにことが自身に及ぶと我に返ったのかな。はい。高橋内さんについてはちょっと後で言及します。そして、まあ、高市早苗さんはこのような苦しい状況の中で何をおっしゃってるかというと、中東情勢が依然不透明である中、国民の皆様の命と暮らし、経済活動に支障が生じないよう政府の取り組みをさらに強化することが必要です。7月から9月に分けて電気ガス料金へ3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を実施していきます。3ヶ月で5000円？いや、どうでもいいですね。はい。あと補正予算などなど、まあなんか何を言ってんだって感じのことばっかりしか書いてないんですけど、6番、ナフサ及び石油製品については備蓄原油を除いた国内でのナフサ生成及び中東以外からのナフサの輸入が中東情勢緊迫化の前の水準に比べると5月には3倍となっており、中間在庫が 1.8 ヶ月分相当、すなわち年間需要の 15% 相当の量が存在するため、塗料、包装材等の川商製品の供給は年を超えて可能であること。まだこんなこと言ってんのいやだから無理でしょって、これだけ物がもう足りてないっていう話が出てるのに5月25日にこれを言うのっていういやーちょっとびっくりですね。はい、すごいな。
ね、もう徹底的にこれで落ちきる気なんだなという、まあ話なんですけれどもね、まあブルームバーグにちょっと、そうではないぞというコメントが書かれていたので紹介しますが、ナフサ由来の化学製品早ければ6月末に不足度可能性6月に積むと、丸紅元社長が継承ということで、ナフサでですね、ナフサ由来に付属について、丸紅で社長会長を務めていた、国分文也さんという人が丸紅ですよ。丸紅。丸紅の元会長の国分文也さんが厳しい見方を示している。国分氏は、日本エネルギー経済研究所主催のウェビナーで発言し、中東から調達していた1500万キロリットルのナフサを代替調達するのは不可能であると。ナフサを代替調達するのは不可能であると、指摘し、遅くとも8月末から9月末頃には、供給不足が出てくる可能性があるであろうと述べた。今回の問題の本質は政府が言う流通の目詰まりではなく、膨大な供給ソース自体が消えていることであると。はい。まあ、経済界の方はね、だいぶ前から言ってくれるようにはなってきましたけれども、もう、まあ、これが決定打ですよね。丸紅の会長が言ってんだから、それはそうだろうっていう話なんですが、はい。で、坂井戸さんですね。目詰まりの大元は何か、25年12月のナフサの輸入が212万キロリットルに対し、3月の輸入は119万リットルに激減したことが明らかになりました。圧倒的供給量の不足が明らかなのになぜか今回は目詰まりと言っていると。しかも2ヶ月前からこの目詰まりは解消されておらず、相談件数は1万2000件、ほとんどの人がもうこれはインチキだと気づき始めた。目詰まりの大元はホルムズ海峡にあり、問題は国内需給の枠の外であり、この席は流通にない、海峡の安全通過を交渉によって遂行できるのは政府以外にないと。はい、以上ですね。だからイランと交渉すればなんとかなるんだからしろよ、まずはとりあえず。ダメ元でもいいからって思いますけどね。はい。ネット欲は買い占めてる人がいると。まあなんか未だにほざいてる人いますけれども、丸紅会長に反論できんのって思いますけどね。もう支障が生じてるのに何言っているのか、目詰まりであって決して不足していないと。いや、ほんと舐めてますよね。スパイ防止法に国旗損壊罪に。もう政府が現実逃避してるとしか思えないですよね。まあ嘘はついてないけど、都合のいいところをまあ引っ張ってるわけですね。はい。どんまいおじさん。そりゃそうですしかない。大企業ももっと早くに自民党も手を切っておけばよかったのに、まあそれは大企業側の責任ですけどね。まあはっきり言ってずるいはずるいですよ。高市さんのことみんな押してたくせに、手のひら返し始めたから、まあ手のひら返してくれないと困るんですけど、丸紅は共産党って。そりゃ色は赤いかもしれんけど、X 読みやめてよかったかもしれない。ということで、すいません、お待たせしてしまいましたが、毎日のなんかね、調査はいつも低めに出るんですけど、今回ですね、ナフサと消費税で行動を望む世論の高まりを受け、高市内閣の支持率は 50% まで下落しました。なんで、行動してるのに、なんだろうね、支持者の人たちは頑張って行動してるって言ってるじゃないですか。行動してるのにかかわらず 50% に減少するんでしょうか。やればやるほど減少するのって。まあ、それだったらね、何かやらない方がいいのかもしれないですね。はい。ということでですね、2025年10月の内閣発足以来の最低値を2ヶ月連続で更新したものの、不支持率は前回と同じ 33% で、まあ、我々のですね、反対性クラブは増えていないそうなので、もっと頑張って訴えていきましょう。はい。ということでですね、まあ、その高市さんが何を言ってるかというと、補正予算3兆円を組むと。いや、補正予算組むのはいいんだけど、何に使う気なのっていう感じですよね。またガソリン補助金出す気じゃねえよなという。まあ、玉木さんはね、雄一郎さんという人は信じられないことに、さらにガソリン補助金を出せというようなことも言っているんですが、まあ、3兆円の、補正予算については赤字国債をさすがに出したくなかったので、市場への影響を最小限に留めるため、減額分と言われるですね、まあ、去年との差額分で3兆円程度だったので、赤字国債ということにはならないと。まあ、それはいいと思います。それはいいと思うんだけど、またですね、ロイターがこういうことを暴露してるんですけど、自民党の関係者は国民を安心させようと発信しているのにメディアがそのまま報じてくれない。高市氏はそのことに強いフラストレーションがあると語った。同時に補正の財源が赤字国債であるってことを強調されることで、債券市場に影響を与えることを危惧したという
国民を安心させようと発信しているのに、メディアがそのまま報じていないことに強いフラストレーションがある。これだけ忖度して批判しないように気を使っているのに、潰してやるみたいなこと思ってるんですかってすごいですね。高市トランプですね。いやー、すごいな。やっぱり独裁者の思考ってちょっと一味違うなって思いました。いや、だっておかしくないですか？日本のマスコミ尻込みしてこういうロイターみたいなこと全然言わないわけでしょ。最近毎日と朝日がようやく勇気を振り絞って持って回った言い回しでこういうこと書くようになったけれども、それまで全然高市批判しなかったじゃないですか。それなのに、これでも満足できずに、国民を安心させようという発信をね、もっと報じてくれみたいなことを言うんですか？なんで意味がわからない。どういう報道だったら満足だろうって思いますが、はい。高市キッズはそれよりスパイ防止法と聞かれき公表だって。むしろ 50% でも高すぎるわ。ガソリン補助金出してくる気しかしないんですけど、この報道が国内のメディアから出ないのがおかしいです。ナノクラストさん、コンカラスです。現実が反日なんだって。いや、本当にそう思ってそうだな。まあ、ただですね、現実というのはもっとシビアなものです。はい。日本円が、安くなりすぎて、ついにトルコに見劣りするという報道が出ました。購買力低下に原油高が拍車をかけている。円の実力はトルコリラより安いのではないかということで、これについてですね、投資家の人のアカウントがちょっとこれ、煽り気味なので、そのまま信用しちゃいけないと思うんですけれども、結構、論評してくれてます。日本円は実行為替レートでトルコリラを一部下回っており、今や世界でも最も弱い通貨になっています。この衝撃的事実は単なる一時的な為替変動ではなく、元ゴールドマンサックスのロビン・ブルックス氏が、この円安の本質は通貨の問題ではなく債務の借金の問題であると。日銀が利上げを示唆しても円安に歯止めがかからないのは市場が政策金利ではなく国際市場の歪みに注目している。要は日本はね、国債が積み上げすぎているから長期金利で財政危機に陥るリスクもあるんだぞと。そして日本の膨大な公的債務を考えれば債券の利回りはもっと高くなるはずなのに、それがね、不自然な低金利で押さえつけられてきた。この行き詰まった状況では抜け出す現実的な手段として政府が保有する莫大な金融資産を売却するしかない。しかしそんなことをすれば、さらにですね、日本の保有資産が減りまくったり、アメリカから怒られたりといろんなリスクが伴うわけですが、さあどうするんでしょうかというですね。あくまでもこれはそのトルコリラのこのグラフを見ればわかるんですけど、一時的に下回っただけなので、いくらこのままね、なんていうんですか、円安が加速度的に進んで円が直ちに崩壊するとか言ったら陰謀説の類だとまだ思うんですけど、でもね、投資家の人たちももうやべえなって思ってるっていうことですよね。はい。そりゃそうだろ、トルコリラですよ。はい。哲学的 YouTuber のジュンチャーさんなどはね、トルコのエルドアン大統領と高市さんを比較して、このままね、円安政策を続けたらトルコリラみたいなことになるぞみたいな予測をしてたわけですが、見事に当たったんじゃないかという感じがいたします。はい。ですね。ミタポンに反論してたら別の人からスパイ呼ばわりされたな。お疲れ様です。日本のメディア結構頑張って政府の言うことを垂れ流している感じなんですが、いや、NHK だってそのまま垂れ流してるからね、何が不満なの何が不満なんですか、高市さんは。これには桐生さんも不満足ですね。満足するしかねえ。トルコリラ以下来たわ。高市、高橋、山本太郎か、政府の赤字は家庭の黒字ということでですね、今や MMT 理論も誰も信用しなくなったのではないでしょうか。アベノミクスが良かったというのはただのあなたの片思いです。アベノミクスが続いている間、円はすでに3分の1も下落したのに、日本の輸出競争力は少しも向上せず、むしろ継続的に低下していました。この方、中国の方なんですけど、我が中国はどんどんですね、AI 大国になり、経済的に良くなってきましたよ。一国の輸出競争力を決めるのは生産性と技術レベルであって、中華安ではありませんって。この点で日本はすでに全面的に遅れを取っており、日本製品は世界で全く競争力がないのですと。なんかこれは正直、イキリも入ってると思うんですけど、大体事実だと思うんだけど、どうやって反論するんですかね。最近右翼の人たちがあまり中国の人に反論しなくなったなと思ってるんですが、もちろん中国は素晴らしいと言ってるわけじゃないですよ。中国はね、中国でああいう非民主国家なわけですから、それはそうですけど、でも経済力ではもう完璧に負けてますよね。これ言う通りでしょ。生産性と技術レベルが高いんだから、もはや日本に勝てる要素ないんですよ。で、この通貨安でしょ。
どないすんねんという感じですし、まあね、円高からね、円高が問題だから円安にすればいいみたいな、政策は売国政策であったと、言わざるを得ないのではないかと思います。まあ民主党時代から安倍さんとかが言ってきたことですけどね。はい。セイロンティーということで、しかしこのような厳しい、状況の中でも、ですね、高市さんを助けてくれる、国民を安心しようというさせようという発信があります。さあ、誰の発信でしょうか。すいません、だいぶネタバレしていただいてますけど、はい。全体の話するとね、全体で足りてるんだから、どっかが足りてないって言ってるとき、どっかで余ってるに決まってるんですよ、数学のロジックとして。なるほどどっかにね、でしょ。だから買えないとかいてるってことは、その買えない分の量を誰かが多めに買ってる。それでね、この手の話で一番聞くのはやっぱ消費者なんです。消費者でドバって買うとね、そこは足んなくなるに決まってるんですよ。でね、もともとナウサ自体とかそういうのは在庫があんまり効かないからね、それはね、在庫持たないのが当たり前だから、それでどっかで消費者の方で淡くて最悪になるわけ。だからこれはこれで、今結構こと取れてるんだけど、まあ今石川さんは経産省がこうやって一生懸命やってるって宣伝してたけどね、一番やるべきなのは消費者の方があれですよね。多いところを探すんだよね、これが一番いいんですよね。多いところを探して、そこで発注しちゃう。私なんか実はそういうふうにしてて、実は何個かあるから、1個だけじゃ絶対ないから探すんですよ。そうするとね、経産省に頼むっていうかね、業者頼むんじゃないんだけどね、消費者だったらね、いろんなところがいて、ネットでいろんなとこアクセスできるでしょ。あれがいいと思うね。これでね、多くの企業って実はね、在庫はネットのなんていうかな、ネットの注文とリンクしてるから、そうするとすぐ分かるわけ。だからそれで余ってるとこ探すの。それでね、それをやるとどうなるかっていうと、買い占めたやつが後で孫国と。なるほど。これ私はそういう楽しみに待ってる。孫国会社をニヤニヤ笑う。だからそういう高橋さんみたいなそういう消費者ばっかりだったらね、ほとんど心配ないんですけど。はい、ちょっと全体の話するとね、やかましいわ。いやー、まあこれね、話題になってるので見た人多いと思うんですけど、すごい、ナフサをネットで購入すればいいと特定危険物のナフサを何をおっしゃってるんですか、この人は。いや、まあ、1000歩譲ってナフサ由来化合品の話だとしても、まあ、ベンゼンとかトルエンとか普通に市場で買えないですよね。ナフサは極めて揮発性の高い危険物で簡単に爆発すります。取り扱い保管には厳重な設備と消防署の許可が必要です。出荷の時点で行き先が決まっていて、到着後はクラッカーに直行しますので、消費者が見つけて買うのは不可能ですと。はい。ということで、まあ、これ、ただね、私、さすがに、これが、最近の報道だと信じられなくて、いつ放送したんだろうって、4月とか3月の切り抜きをね、まあ、高橋先生もちょっとかわいそうだから叩かれてるのね、かわいそうだなと思って調べたんですけど、教えてニュースライブ正義の味方、ロシア大規模核演習の裏側とナフサ不足ということで、5月23日土曜日9時30分に放送したそうです。信じられないね。ABC テレビから放送のね、権利を剥奪すべきじゃないですか。だってこれ一応確かめたけど、これ写真入りだから分かりやすいと思うんだけど、なんかザコバだかペコバだかの人とも含めて、だからゲストも合ってるから、間違いなくこれ5月のね、23日の放送内容なんですよ。ありえんだろ。いや、5月に入ってもこんなこと言っとんのかいという感じですけれども、まあね、正義の味方だからね。まあ毎日ね、このような番組を流されたらね、そりゃね、なんか政治的な判断があまりちょっとできなくなったりとかね、維新に思わず投票してしまうというのは、だから大阪の人たちが別に悪いわけじゃないと思うんですよね。テレビ局がおかしいからでしょう。と思います。はい。ということで、バトマンさん、椿さん、コンカラスです。メルカリでナフサ買ってる高橋先生、本当に面白いですよね。どこで買ってんだよっていう。B 型介護報酬も差があるし、医療や福祉が軒並み貧しくなるし、いや、本当ね、医療崩壊につながりかねないですからね、今回の件。なんとかしてほしいですよね、そこだけは。まあ、一生中国政府崩壊みたいなこと言ってたのがこの高橋陽一先生なわけですけれども、だから自分の発言が間違ってたことをいい加減認めてくださいよ。トルコは食料自給率 100%、そういえばそうでしたね。はい。食料安全保障に関してはすいません、エルドアンさんとね、我が国を比較するのは失礼でしたね。関西ローカルはずっとこれなんです。一般消費者がラクサを買うという話は一体何の話なんでしょうか。この国の通貨価値と生活水準を守るには、経済成長の名目額を増やすこと、外貨を
稼げる産業、特に基軸通貨ではドルを稼げる産業。まあそうですね、賃上げに依存してるのでですね、とにかく賃上げしなきゃダメだし、経済成長しないと結局ダメなんですよ。投資家もね、だんだん日本を見捨ててきてるから円が売られてるわけですよね。補足ありがとうございます。収録3月かもしれんから、4日前やないかいって。高市さんってこんなの無礼にしてんの。いや、という感じですけどね。まあだから本当に未だに高市さんが高橋先生とお電話とかしてるのかどうか知りませんけれども、この人が高市さんと親しかったってやばいですよね。毎日こんな話聞いてたんっていう。そりゃ経済判断できなくなるよと思いますが。ないものはないんです。物不足自体は高市政権支持者も言う通り、別に日本政府の、仕業ではないでしょう。まあ、トランプのせいでしょうと。どう頑張っても、ある程度代替調達できるとしても今まで通りに使っていいわけがないんですよ。その現実を認めない政府のことを国難だと私たちは言っています。日本はもともと石油由来資源は 100% 輸入依存です。不足の事態に備えるには省エネ省資源を推進するほかありません。仮に今般の事案が対価なくやり過ごせたとしても、これを機会に省資源政策を進めるのは長期的にも国益にかなう話です。国家ビジョンがないから目先の支持率を守るために現実から目をそらすことしかできないのですと。まあ、まともな保守派の人の意見ってこういう感じだと思うんですけどね。これをね、機会として、まあ、産業を守りつつですね、我が国の、省エネルギー、そして、天然資源政策を進めようではないかっていうのが、まあね、うまい、保守政治家の多分考え方じゃないかと思うんですけど、なんか誰もそういうこと言わないからさ、なんか不安になってきますよね。そんな極端な左翼なのかな、我々はっていう。そんなことないと思うんだけど。はい。外為特会はホクホクですって。まあそうですね。あれも高橋洋一が元ネタだって言われてますからね。はい。ほんとその通りなんだよな。令和が最初に経済政策指導を仰いだのは高橋洋一。あ、そうなのそれはちょっとないな。さすがに後からは指示受けてなかった気がするけど。そして、まあ高市さんの昨日のコメント、節約をお願いする段階にはないって。ダメだ。だから6月で積むって報道特集の変更報道だとね坂井野さんという方が言ったことでギャンギャンいろんな人たちがね言ってたわけですけれども結局正しかったじゃないですか。6月に積むんですよこのままいったら。だからもう4月5月とこんな感じになってるわけですからね建設業の人たちがでナフサがないんだからもうどうしようもないでしょう。はい、ということでさっさと節約をお願いしてください。日本が壊れます。はい。ということでナフサと石油危機の話でした。建設業とかね医療従事者の方とかは本当自分のですね身を守る行動を続けておいてください。お願いいたします。あるわっていや本当ね現実がもう完全に見えなくなっちゃってるのかなとかなんか自分のなんか世界に逃避しちゃってんのかなとかそうなると本当やばいですよねいやとせめてテレビだけでも節電するとかさと、経済活動にブレーキかかったら自分たちに批判の矛先を向かうからってこんなことし続けるんでしょうか。だからどこまでが合理的な考えに基づくものなのか分かんないところも怖いですよね正直。ほんと最近高市さんのことが私怖いです。何考えてるかよく分かんないのではい。最近非難殺到で高橋洋一もようやくめくれてきたのだ。そうみたいですね。ようやく非難が殺到するようになり始めたの良かったと思います。まあ右から左までみんな非難してますからね。当たり前ですけどね。あいつ嘘つきですし言っちゃったけど。はい。まあ高橋洋一さんはね、さっさとですね、テレビ業界とか、そういうところから去ってほしいと思います。はい。ということで、ちょっとお水飲ませてください。はい、ありがとうございました。失礼しました。アドラさん、ここからです。高市さん、経済よりも憲法や防衛など国体のことで頭が占められてそう。まあ、ほんとね、その恐れがあるんですよね。北欧になったのは円が安くなったんだから、そりゃそうでしょう。国が貧しくなったから外国のお金でいろいろ変えたよっていうもんでしょ。ほんとそうなんだよな。だからそれ外貨が高くなり、相対的に高くなるんだから、それそうでしょっていう。
はい、ということで、正義の味方によかったら無駄かもしれないですけど、BPO とかにメール送っといてください。よろしくお願いします。はい、ということで、皆さんお待たせいたしました。国家情報局と日本のファシズム化の話をしたいと思います。国家情報局法が今日成立、明日か、明日成立予定です。もはや法制審で決まってしまいましたので、おそらく可決は間違いないだろうと言われてます。中道改革連合は賛成しました。なぜ賛成した？賛成したんですけど、立憲民主党は反対しました。もう公明党とやっぱり分かれた方が良くないですか？もう。すいませんね、中道に文句ばっかり言ってて申し訳ないんですけど、政府のインテリジェンス機能の強化に向け司令塔となる国家情報会議と実務を担う国家情報局を設置するための関連法案が今日26日参院内閣委員会で与党の賛成多数で可決された。野党でありながら賛成したのは、国民民主党ですね。はい。立憲民主党は対案を出しましたが否決されてしまいました。政府案は27日の参院本会議で成立する予定です。このね、司令塔国家情報局法は、日本のね、こういうファシズム体制になるのの、最初のですね、一歩になるだろうということで、様々な識者の人から警告があったにもかかわらず、ろくな抵抗もなくですね、成立してしまったということで、本当恥ずかしい話だなと思います。反対ばかりじゃ良くないだろうよ。ここは反対しとけって感じですね。付帯決議しつけるために賛成したと言ってましたが、個人情報保護法では反対でも付帯決議してたので矛盾がありますということでね。いや、二言目には付帯決議の話しますけど、付帯決議が有効な法律とそうでない法律があります。はい。ゴコブリンさん、コンカラスです。今の中道改革連合は公明党が大きくなっただけの状態です。もはや経済的さが取り返しがつかない段階に入ったので、自民党は市民たちが引きずり下ろさないだけに、そうですね、言論弾圧を進める気かもしれないですよね。本当に危険だと思います。で、ただ、この情報会議法だけで、我々の個人情報とかをベンベン抜けるようになるわけではないです。そこまで言ったら、ちょっと誤解を招くので、一応言っておきたいんですけど、4月のですね、赤畑さんの、専門家の方の解説なんですけれども、ですね、何が狙いなのかということで、いわゆる、この法案は行政組織法ですと、国民の権利義務の、侵害を根拠づける行政作用法ではないことから、何も心配することはないとでも政府は言いたげです。ただそこがくせ者なんです。行政法には作用法と組織法の区別があります。行政組織法は例えば内閣設置法や警察法などの法律で国家や地方公共団体の組織や任務を定める。要は何をこの組織はするんだよっていうことを定めるタイプの法律が今回のですね、国家情報会議っていうのを作って、国家情報局っていうのを作って、なんかこういうことするんだよってスパイするよみたいなことを、今回決めただけだから、その権限をですね、フル稼働させるためには他の法律が必要となるわけですよ。はい。そう。でも言論弾圧始めると本当トランプ化ネタニヤフ化するからね、まずってその前に止めなきゃいけないんですけど、ただですね、その第一歩となる法律であることは間違いないので、おそらくこの法案に関して日本で相当詳しい方の、海渡雄一先生という方が、国家情報局法案は日本の民主主義に禍根を残す、必要不可欠な3点の法案修正を提案するということで、もう廃案できない、どうしても廃案できないというなら、修正しろということを、言われ続けております。はい。これちょっと長くて専門的なんですけれどもですね、興味ある人はぜひともですね、海渡先生の、全文今読める状態なので読んでみてください。でですね、地平社さんが、要約してくださってるんですけれども、つまり原則12っていうものがあります。これは政府の人権法、人道法違反の事実や大量破壊兵器等の保有、環境破壊など政府が秘密にしてはならない情報が、列挙されているものです。で、そういうね、原則っていうものがあるんですよ、実は。日本は守ってないけど。この5項目は原則37によって内部告発によって明晰される開示情報のリストともなっており、刑事犯罪、人権侵害、国際人道法違反、汚職、公衆衛生と公共の安全に関する危険、環境に対する危険、職権乱用や誤審、資源の不適切な管理、または浪費等ですね。
まあこうしたものはだから秘密にしちゃいけねえよって言われてるんですよ。ところが特定秘密保護法など日本の秘密保護法制にはどのような種類の情報を秘密指定してはならないかという観点がないと。運用基準には行政機関の法令違反の事実や隠蔽目的の秘密指定の禁止等は規定されているが、その実効性は疑問符があると。つまり原則と照らし合わせたとき、特定機密保護法など、情報に関する法制が極めて不十分であり、政府に何ら実効性のある規制を加えていない、すなわち人権保障の手立てなどを何もしていない上に、今回ですね、国家このですね、情報局っていうのを、第三者機関的にですね、審議するところがないんですよね。だから、この国家情報局にフリーファンドを渡したら、それこそね、スパイ活動し放題になるのではないかと、我々国民に対してですよ、恐れがあるわけですね。はい。だから、やっぱり法律を成立させるべきでは本来なかったと思うんですけど、成立させてしまったのであれば、廃案修正にするか、あるいはですね、他の法律を止めるしかないという状況になってます。そうですね、治安維持法へのまず第一段階っていう感じですよね。でも、ダーツの第一段階が成立してしまったのは事実ですからね。なんとか連合が、治安維持法に、接続される国家情報局法案に賛成しているのは歴史の皮肉ですね。いや、本当にね、あなたたちの立場だと反対しなきゃダメでしょと。付帯決議で法的拘束力はほぼないです。はい。八房星さんがここからステージ来ていただいてありがとうございます。なので、極めて危険なこうした法律なんですけれども、さあ、何と組み合わせると、国家情報局は好き勝手できるようになるか。はい。個人情報保護法改正案ですね。これだけじゃないけど、衆院を通過しました。企業が同意なき病犯歴収集可能に。何言ってんのこのタイミングでという。ちょっと、スパイ防止法かなと思ってびっくりしたんですけど、個人情報保護法改正案が26日、衆院本会議で可決され、衆院を通過した。病院や犯罪歴など企業が本人の同意なしに収集できるようにしつつ、違反業者への課徴金制度も新設した。規制緩和で AI の開発を後押しするとともに、適用規制に向けて、抑止力を高める狙いがあると。AI に食わせることを許可しちゃったんっていう。AI 反対派の人たちはずっとこれに反対してたんで、一応私も知ってたんですけど、あっさり通ってしまいました。はい。さすがにこれは中道反対してます。一応名誉のために言っておくけど。対象となる情報には病院や犯罪歴に加え人種、信条なども含まれる。人種と信条これは要配慮個人情報として現状では取得に本人の同意が当然必要なんですけれども、 AI 開発ではインターネット上の情報を大規模に収集するため個々の同意取得が困難なので、じゃあ同意取得しなくてもいいよという法律を作ってしまったと。いやー、やばいですね。これはまずいです。何がまずいかというと、だからAI をかませれば、いろんなデータベースに侵入して、こういったですね、人種や信条などの含まれる情報っていうのを統合的にですね、ゲットすることができる可能性があるわけですよ。はい。パランティアですよね。はい。パランティアとは何をやってる企業かっていう話なんですけど、アメリカで最も悪名高い企業の一つと言っていい。テック億万長者でリバタリアンのピーター・ティールが共同設立したこのソフトウェア企業は、ICE 移民執行局や国防総省、イスラエル軍などの業務を請け負っているため、複数の国で抗議運動の対象となっているが、ただですね、パランティアは自前で何でもオープン AI みたいに大規模 AI ボットを作ってるというのはちょっと違います。どちらかというとそういう AI を統合するシステムですね。富士通などの民間企業を通じてシステムを調達しているんですが、富士通は今ももう使ってるんですけど、それがパランティアゴッサムというシステムで、これバットマンをパクってるんですけど、国家が持つバラバラのデータを統合し AI が分析管理すると。だから、SNS 上のね、例えば烏丸100の情報と、私が何かしらで、例えば X とかに、電話番号をね、入力してたとするじゃないですか。で、電話番号を入力してたら、その電話番号って、他のですね、個人情報と紐付けられて、私が、例えば本名で言ってる病院とかで、病院とかのデータと紐付けられて、
あ、唐沢百科こいつだ、特定っていう、しかも反日勢力だぞ、みたいなことが、まあ、理論上は可能っていうことですよね。例えば、パランティアが掴んだデータには、過去5年間の納税記録、入出国履歴と渡航先、SNS の投稿内容と交友関係、自動車ナンバー読み取り装置が記録した移動履歴、携帯電話の位置、まあ、こういうものが全部ですね、ガッチャンコできるのが、すごいぞ、パランティアという話です。まあ、完全にファシズムですね。こんなもんできるよりだったら。はい。もう、パランティア、今はまあ、確かに、ピーター・ティールが高市さんのとこに挨拶に来た段階なので、もちろん、一足飛びにね、こんなディストピアが実現するということではありません。様々な法律のね、ハードルを超えなきゃいけないと思いますけど、まあ、やられたら終わりだと思います。はい。ディストピアですね。まゆっちさん、コンカラスです。そう。そしてマイナンバーカードにね、まあ一体化するんじゃないかという話ですよね。自民党に服従されていれば自分が安心だと思い込んでいる人たちに何がどう話せばいいのか。いや、でもね、これはもう誰も安全じゃないですからね。実際だからトランプ支持者の、人たちも勝手にアイスの人たちを捕まえたりしてるじゃないですか。はい。そうですね。大河原加工機の事件もまあ思い出しますし、まあありとあらゆる人権を侵害してますよね。まあもちろんね、病歴だけ掴んだだけでもそれ単体で売り飛ばしたりとかできるわけですよね。AI など統計目的なら自由に収集していいという建前なのが、まあ最大のミソですね。はい。だからね、パランティアとしては願ったり叶ったりみたいな法律ですよね。情報倫理って言葉知らないんでしょうね。なんでアメリカは憲法に革命権を残してくれなかったのか。さすがにあかんやろ。これ初めて法案で読んだ時から問題だと思ってました。本人の同意なしに集められるんじゃ保護になってないような気が。日本もそろそろ民主主義国家でなくなるのか。完全に悪の企業。例えば貿易統計という名目で貿易業者など少しでも外国と接点のある当人情報を制限なく収集できる。それはあるでしょうね。だから中国と取引した人の情報なんて普通に取られちゃうんじゃないですか。はい。だから理論上可能だったらやられるだろうっていうね。もう完全なディストピア監視国家になりますよね。ケイトさん、コンカラスです。自称リバタリアンの会社がこれをやるというのは何度皮肉なのかと。この役人の役人は鉄系弱いですからね、という。でも、テックに弱いというか、もうそういう次元の問題じゃないですからね、パランティアと付き合うなっていう話なんですよ。個人情報保護法の改正案が批准を通過しちゃいましたけど、本当にこれ大丈夫ですか？論点を整理します。自分の情報は自分でコントロールする権利が奪われます。自分の病歴、犯罪歴、人種、信条などの極めてデリケートな、本来誰にも渡すべきではない情報が、本人の同意なしで企業に収集利用されるようになってしまいます。公開済み情報なら OK という建前ですが、 SNS に書いたことまで含まれる可能性があり、まあ私はだってカラスマ100として発言してるのに、そんなね実際の人物を紐付けられたら困ります。カラスなんで。はい。憲法のプライバシー権にありとあらゆるプライバシー権、思想良心の自由、信教の自由に、抵触してます。差別が横行する危険が多すぎます。監視社会の第一歩になりかねません。データ漏洩のリスクと責任が曖昧です。国民の声や十分な議論を無視して進めていますと。まあいうことでですね、絶対廃案にしなきゃいけないと思います。いや、正直ほんと危険ですよ。何か国家情報局だけだったら、まあイメージに反してね、国家情報局を作ったからといって直ちにこういったデータ収集が可能になるわけではないというふうにも確かに言えたけれども、これはね、だから AI 企業パランティアと組んだら終わりなので、はい。絶対に通しちゃいけないと思いますよ。はい。いやー、でもどうしたらいいのかな。参院で全員に反対できるのだろうか。有機ネットに反対してた桜井よしこさんはどう思ってるんだろう、マイナンバーとか。これあとは見られて困ることを言っているのが悪いで攻めてきますって。いや、だからさ、人権っていう言葉を、少しでもいいから勉強していただきたいですね。でも本当ね、ピーター・ティールのことが知らないんでしょうね。だからテックライトの人たちがいかに恐ろしいことを企んでるかとかね、この昼間さんの記事とかね、読んでほしいですね。はい。本当にパランティアは恐ろしい企業でね、本当なんかそのまんまね、漫画とかアニメに出てくる悪役そのまんまのことやってるので、はい。絶対にね、許容してはいけないと思います。いやー、国民民主党もね、本当にね、ダメでしょう、さすがにパランティアは。誰も許容してはいけない組織ですよ。はい。まあ、ヨーロッパでは拒絶されてますからね。はい。
で、公安といえばですね、この方ということで、抵抗の拠点から平和運動、労働運動、市民擁立の政治家メディアを監視する国家情報局創設の危険な本質ということで、これぜひとも読んでください。ジャーナリストの青木治さんがサンデー毎日の5月31日号に掲載したということで、長年取材から公安の性質を知り尽くしている青木氏が自ら入手した極秘資料をもとに警告すると。これね、青木さんのファンだったら、その著作とね、内容とそんなに変わらなかったりする部分もあるので、それほどね、びっくりする内容ではないかもしれないですけれども、改めて見ると本当やばいですね。議員の最大監視、例えばこれ有料部分ちょっと読んじゃうんですけど、例えば公安の文書にはこんなことが書いてあると。議員の最大の関心事は選挙及び地元情報であることは明らかである。そこで共産党など、党庁の得意な分野に焦点を当てた地元の選挙情報を作成し、説明に赴くことが議員との関係を深めるのに効果的と考えられると。なので、野党の長妻さんという人が、青木さんのですね、こういうですね、内容、書かれた著作の内容とかをもとに、政府に迫った。未だにこんなことを言ってるんですかと。これに対し、公安庁の総務部長は開き直った態度で、どういった情報を収集するか、どういった情報を、どういった方にご提供するかは、党庁の業務に影響するので、お答えを差し控えますと、答えたということで、未だにやってんだなという話ですよね。日本共産党に対してね、不当な監視をしていたことは皆さん知ってると思うんですけれども、共産党だけじゃなくて、例えばですね、全労連、全労協及び、傘下の炭酸の動向、国民の不満反発、政府に対する抗議活動、マスコミ会に対する動向、放送会の動向、学者文化人の組織活動などなどなど、ずらずらとたくさんね、項目が書いてあるんですけど、公安庁はね、こんなことをたくさん調べていたという、すごいですね、みたいな。だからこういう人たちを国家情報局に入れるっつってんですよ。やめてくださいよっていう、本当話ですよね。なのでですね、日本がスパイ天国になることはないと思いますけれども、監視天国になる可能性は、日に日に高まっていると思います。ですね、青木さんはずっとライフワークとしてね、公安のね、危険性を語っておられますからね。いや、否定できないっていうのがもう終わってますよね。だから長妻さんが聞いたのはね、最近の話ですからね、当たり前ですけど。だから国家情報局法案が、出てきたところが、ここに、ごめんなさい、無料部分に書いてあったな。議員の最大の関心事は選挙及び地元情報であることは明らかであるので、共産党などの得意分野に焦点を当てた地元の選挙情報を作成して議員に渡せみたいなことを書いてあるんですけど、これがですね、実際に今もやってるだろうっていうところなんですね。はい。ですね、予算と仕事のためにありもしないものを探し続ける組織、ツチノコ探しに国家が金出してんのと違うかと。いや、ほんとね、民主主義の敵としか言いようがない。だから、自分たちは、そのね、左翼テロ組織をね、取り締まるのだ、みたいなことを言ってるけど、そもそも、存在が無駄になったというか、冷戦期において、本当はリストラの対象だったのに、こういう活動をね、することによって、政治情報収集家になることによって生き残りを図ったっていうことも青木さんは書いてるんですよね。だからね、本当はね、90年代に、ソ連がなくなった時点でこんな組織はね、環境組織ですからなくしておくべきだったんですけど、入管と同じですよね。改革を放置した結果こうなってしまったという、話だと思います。そう、差別的だし反共組織ですからね。こんな無駄なことやっておいて、巨悪をのさばらせるに至る。デモがちゃんと効いてますね。デモには意義も意味もわかるとよくわかる反応ですね。デモとか市民活動家の方に関してもね、公安はとんでもねえことやってますからね。有料部分読める方は読んでいただきたいんですけど、中部電力のですね、風力発電所に反対運動をした人に対して、これの人たちの素性や学歴、病歴といった個人情報を調べ上げ、あろうことがこれを、事業者のですね、電力会社に伝達していたというこれは裁判で訴えられて負けています。はい。だからね、こういうことを堂々と合法的にやれるようになってしまったらとんでもねえ話ですよね。はい。
ということですね。早速内調が労働運動弾圧で悪名高い FBI と連携してるし、まあそういう、最初からそういう性質の人たちですよね。無実のムスリムを監視してた子は、そう、外国人の人たちとかにもね、狙ってますからね。で、国家情報局も大河原加工機冤罪事件に対する公安のご褒美なんでしょうね。指輪物語のパランティアは何でもかんでも見通す束なのですが、サウロンという悪い奴がパランティアの一つを奪って他のパランティアを除くとサウロンと繋がってしまい身を滅ぼすという話がありますが、ピーター・ティールのパランティアってまさにそんな感じなんですよねってだからわざとやってんのかなって感じですよね。指輪物語の補足ありがとうございます。そういうアイテムなのよ。だから絶対使っちゃいけないんですよ、パランティアは国家情報局で公安の存在意義ができてしまいましたね。まあそうですね。これからね、就職先ができてしまいましたね。いやー、ほんとクビにしてしまえばいいのにこれこそ無駄な組織ですよね。ね、この人、まあ中国寄りの意見を出してる、ちょっとインフルエンサーの方なんですけど、AI の開発競争において日本は米国や中国に大きく遅れをとっている。このままプライバシー保護を厳格にやりすぎると、日本の IT 産業は完全に脱落するという強い危機感が政府や経済界にあり、彼らにとってデータは個人の権利である前は国力に関わる貴重な財源であるというような認識しかないと。議論が長引きはそれだけ AI 開発が遅れるため、あえて目立たないように専門的な技術論の中に本質を隠し、スピード可決させるという政治的手法を取った。しかし日本の AI 開発が遅れている原因をデータ規制のせいにするのは完全に責任転嫁であり、実際のボトルネックはデータ利用以前の問題で、オープン AI や Google などが数兆円規模の資金と世界中のトップ頭脳をかき集めているのに対し、日本の開発予算は桁が2つほど低く、最新 AI の訓練や維持には莫大な電力が必要だが、現在の日本のエネルギー事情でそれを賄うのはコスト的にもインフラ的にも困難であると。まあ当たり前の話なんですけどね。だから中国とアメリカ以外できないんだってばっていう。で、そのアメリカとかでさえ、だから巨大なデータセンターを作ることによる環境破壊が問題になってるわけでしょ。やるべきじゃないんですよ。この事業。少なくとも日本が自前でそういうなんかね、AI システムを作ろうみたいなのはやめるべきですね。はい。そう、実態は何もやってない人を監視したり、デモ参加者の情報を陰からこそこそとメモったりする異質な連中ですね。公安は自民党に国民の情報をリークしたりもしてましたね。はい。ということでですね。漱石と交流していた津田という画家も、思想弾圧を受けて日本画だけに転校したそうです。そういうことが身近にあった歴史は教わってないんだなと思ってました。だからね、治安維持法の時代に何が起きたのかってなんかもう忘れ去る津田清風さんですね。すいません。ありがとうございます。だから忘れ去られてしまってますけどね、100年ぐらい前の話ですからね、そんな大昔のことじゃないですからね。公安などと名乗っても、所詮は支配と抑圧の側に立つ権力機関に過ぎない。それ以上の熱量で国民が力を持たねばならないですね。はい。ということでですね、プライバシーを守る機関といえばということで、こっちは検察の話なんですけど、取り調べ映像の閲覧制限を推奨しているそうです。何言ってんのっていう感じなんですが、だからこういう、だからね、本来オープンリーにしなきゃいけない人権救済的なことに関しては徹底的に嫌がってるのが国と検察なわけですよね。検事から違法な取り調べを受けたとする元被告による告賠請求をめぐり、法務省が取り調べの録画データを裁判所に提出する際には閲覧制限の申し立てを検討すべきだとする通知を各省の、法務省に出していたことが分かってやと、外部流出による事件関係者のプライバシー障壁を防ぐためであると説明し、証拠調べを公開の法廷ではなく非公開の弁論準備で行うよう裁判所に求めることも推奨している。いや、そこまでなんでしょう、プライバシー侵害とか証拠調べに関して公開したくないんだっていうプライバシー侵害ってさ、だから検察による暴言とか人格否定とかセクハラとかこの前性暴力の話とかいろいろ話題になってるわけじゃないですか。だからなんでそういう不適切な取り調べに対する、で透明化が必要だという発想にならないんですかね。すごいですよね。だからプライバシーを我々のプライバシーを無にするような法律と一緒にこれが提出されてるんですよ。はい。違法不適切な取り調べをとことん国民の目から隠そうとする法務検察当局の新たな策謀であるということで、本当こんなことが横行してると国の情報だけはね、ひた隠しにされて、私たちの情報だけが筒抜けになるという社会になってしまうのではないかと思います。はい。
少しでも、X でも作品の画像が政府拡散されてましたねと。そうなんですね。それちょっと見てなかったかも。ありがとうございます。核の傘同様、AI も中国やアメリカのテック企業の傘に他の国が入る同様画像になりそうですね。まあ、日本はすでにそうなりつつありますからね。だって OpenAI と Gemini しか使ってないでしょ、みんな。公安は、風力発電反対運動の人を監視して情報を流してたので、本当怖いですよね。はい。その話は青木さんのね、この記事にも書いてあるので、まあ、有料ですけど、読める方はぜひ読んでください。まあ、人権を守る立場の一般的な公務員ではないですね。政府を抱えのギャングみたいなもの。本当アイスですよね、ここまでなってくると。はい。公安で判例で確認された新しい人権はどこ行ったのか。嫌すぎる。そんな国嫌だわ、本当にね。はい。ということでですね、まあ少し話題が変わるんですけれども、政府による不当な弾圧といえば、はい、これですね。文科省偏った教育示す辺野古事故は中立違反である、ちらつく自民党保守派の影ということで文科省がとんでもねえ見解を出しました。はい、ですね先日まあですね、辺野古でですね、痛ましい事故があったことは皆さんまあご存知だとは思うんですけれども、5月23日に、平和を守る高校の研修旅行中に起きた辺野古沖の転覆事故により、文部科学省は偏った教育内容であったという判断を下しました。学校の自主性を尊重してきた自由来姿勢と一変し、ですね、教育基本法違反であると、まあ、今回の高校生の方が通っていた、ですね、同志社高校の、やったことが、教育基本法違反であり、学校法人同志社への指導を行うべきであると、松本文科省が発表したそうです。いやー、まあ、これログインするだけで見れるんでは全部読んでほしいんですけど、とんでもねえ話ですよね、これ。いや、確かに、事故ってヘリ基地反対協議会のやったこと、もちろん含めてですけど、いろいろな意味で対応が極めて不適切であったと思いますし、まあ、それはね、共産党さんとかいろんな人が指摘している通りだと思いますし、そこに関しては私はね、別に擁護する気ないし、あれなんですけれども、そもそも平和教育自体が悪いみたいなのが、だから右翼のいつもの論点ずらしですよね。平和教育自体が悪いわけじゃねえだろっていう。だから危険な行為をしたことが悪かったのであって、ですね、辺野古基地反対運動のこととか、沖縄に対して平和教育を伝っていうことは別に全く問題なかったのであって、もうこれが完全に議論がスライドしているわけですよね。今まで教育基本法の違反認定というのは過去に前例がありません。18歳選挙権の導入を受けて主権者教育を推進し、中立性を過度に意識せず創意工夫を大切にしてと呼びかけることもあった姿勢とは一変していると。教員が下見をしていないなど学校側の調査は安全管理に非常に問題があったことは事実なんですけれども、偏った平和教育ではないかという点に、自民党議員から反応があったというようなことが、ありまして、保守派のですね、自民党議員のコメントとして、高校が講義戦に載せたことは教育を踏み外しているので是正は当然であると、いうことで、教育基本法違反でですね、もう二度とこういうことを全学校にするなと、言っているそうです。いやー、これはだからこんなこと言ったら、その沖縄のガマに連れて行ったりですとか姫寄りの塔を見学したりするのも無理になりますよね。そりゃそうでしょ。だから偏った教育なわけでしょ、平和教育が。だから辺野古基地反対とか、そのですね、沖縄のね、歴史や平和を学ぼうというような、教育自体が偏ってるという判断を示してんだから、ね、それ全部無理になるよねというか、それが真の狙いだろうという、話しかないんですけれども、はい。つうことでですね、鈴愛さん、コンカラスです。死ぬ権利がどんどん奪われていくというですね。ラセイフーさんは、小林崎氏さんのそうか、講義絵画を描いてた方なんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。解説ありがとうございます。
すいません、ちゃんと調べて。明らかに論理として成立していないけど、被害者を盾に政治的なご了承するんですか？童話教育を弾圧し、ゼロトレランスのもとに、刑務所型の教育を取り入れた広島の2の前に京都府の教育界がなりかねない。偏ったってこの国では右側にはいくら偏っても擁護されてしまうのでは。松本洋平という極右が文科大臣として中立を語る中立性のなさ。はい、松本さん極右ですからね。平和教育に抑止論をと雑食保守派は息巻いている。それをやるなら靖国や創価大学や幸福の科学大学はどうなるんだよ。自民党のよう政治的に中立に信用が置けない。修学旅行で原爆ドーム行くのはアウトってことですかって。いや、ほんとそうなりますよね。だから歴史修正主義だとかは見逃しても、広島、長崎に行くのもダメってなるんじゃないですか。はい。教育主体のリスク回避によって実質的な萎縮効果をもたらすということで、はい、こんなことを許すわけにはいかないということで、玉城デニー知事は教育への不当介入である辺野古事故への文科省、ということでコメントを出されました。いや、やっぱ玉城さんすごいと思います。だってなかなか言えないじゃないですか。今の立場、分かってる、皆さん分かってると思いますけど、ものすげえ叩かれてるんですよ。だからそのナフサ不安へのね、なんでしょうね、不満をそらす気なのか何なのか知らないですけど、おそらく今、一番日本で一番叩かれてる政治家って玉城さんじゃないかと思うんですけど、もうネットの反応を見たらね、もう一目瞭然なわけですよね。だからこれのコメントにも非難が殺到してるんですけど、書いてあることはね 100% 正論ですね。教育に対する不当な介入であると批判しました。沖縄市内で語られた集会で支援者に向けて語った。文科省の通達で沖縄の平和教育は瀬戸際に立たされていると言っても過言ではないと指摘。平和学習で現場を訪れ、関係者の証言を投じて歴史を学ぶ機会が奪われかねないとして、沖縄の歴史がまるで歪んだ教育であったかのような言論には絶対に負けないと。はい。ということで、私は玉城デニー知事の再選を望んでいます。はい。当然じゃないですか。っていうか、リベラル派はみんなそういうこと言えやって思いますね。はい。で、これが本当だって覆されて、玉城さん落選して、なんかね、同志社はね、やっぱ平和教育をやってたの偏った教育だったみたいなこと言われたら、多分もう沖縄に行く人誰もいなくなると思いますよ。ガマとか見に行ったのに、ひめよりに行く人いなくなってしまうでしょ。それでいいんですか？はい。私は良くないと思いますけどね。日本の加害への注目をしないなら歴史修正主義的なそれでしょうと。そう、沖縄で性暴力を受けた少女でもダメになればバッシングされてしまう。だから本当不都合主義ですよね。今回のだから事故の痛ましさとね、それはね、ずさんな管理とかの問題視をするのは分かりますけれど、当然だと思いますけど、だからといって、なんで玉城さんが悪いことになるんだよ。ふざけるなよっていう。はい、広島、長崎に行くのは偏ってます。靖国に行きましょうと、森友学園の教育塾は安倍晋三を応援してたんですけどね。もう本当ね、沖縄いじめが目的としか思えないですよね。松本文科省は平和教育は萎縮せず進めてなどと会見で言っていましたが、自民党が政権を手放したらすぐ実現するので、そうしていただきたいですね。はい。教師には戦前のように教え子を戦場に送らないという役割があると思います。はい、全くその通りです。というかね、だから玉木さんが言ってること正論なんだからみんな認めなさいよと思いますけどね。はい、しかしそんな玉木さんですが、暴力的に黙らせようとして、殺害予告のメールが届いたそうです。辺野古転覆の船長で、亡くなってない方の方かなにも届いたと。メールには辺野古の転覆事故をめぐり、女子生徒が乗っていた船の船長を殺してやりたいという書かれていた。メールは22日に届き、集会当日の24日は県警が会場周辺を、警戒し、先ほどの支援者集会は無事終了したということで、爆破予告に臆せずですね、集会をやったということですね。はい、神谷宗平さんはなぜこれに対して言論弾圧であると言わないんでしょうか。非常に不思議でならないです。言えよ。爆破予告で、だってさ、言論の自由を侵されようとしたんですよ。なんで、玉城知事に連帯しますって言わないんですかね。おかしいですよね。いや、私はだから神谷宗平であっても、爆破予告で、講演が中止になったこと自体は、それは不当なことだと思いますよ。爆破予告で中止になったことはね、はい、って思いますけどね。
で、弁護士の福山和人さんなんですけど、同志社国際高校の平和学習の件ですが、きちんとした法的整理が出された投稿が見当たりませんと。私みたいなね、左翼は原則論しか言わないので、玉木さんの言ってることは正しいですけれども、少し興味のある方は全文読んでください。文科省は同校の平和学習を教育基本法14条2項に反すると述べましたが、しかし教育基本法14条2項が禁止しているのは特定政党を支持し、またはそれに反対するための政治教育その他の政治活動であり、要は根拠になってないんですよこれ根拠になってないっていう。私もちゃんとねだから教育基本法を覚えてなかったので気づかなかったんですけど、はい、京都のね以前ですね、市長候補に立候補されてた福山さん先生ですけども、さすがですね、すぐに嘘だと気づいた。今回の痛ましい事故の原因に安全対策の不備があったことは否めません。その件は真摯に受け止める必要はあるでしょう。当然同志社高校側にも責任があります。ですが安全対策が原因究明と抜本対策を講じることによってこそ図られるべきであり、文科省及び府知事の上記発言は法的に明らかに誤っていますと。京都府知事もですね、便乗して同志社国際高校の助成金を減額するなどとほざいているわけですが、だからこいつを知事にしちゃいけないって言ったんですよ本当に。福山さんにしとけばよかったのに。あれ市長選か、ごめんなさいだからですね、京都はずっとだから共産党さんとか左派の候補とねバチバチやって、結局そうでない人が勝っちゃってるんですけど、知事選にしろ市長選にしろ、はいですね、結局こうなるんだなと思います。ネット右翼っぽい人のノートを読んでいたら、辺野古のご遺族とつながって文科省に関係文書の情報公開を求めてるかなと。いや、だからご遺族の支援をするのは別にいいですよ。それは誰も文句言ってないですよね。それは誰も文句言ってないけれども、原理原則というものがあるし、そもそも玉木さんとばっちりに近いんだから、それは言い過ぎでしょっていう話ですよね。その理屈でいくと沖縄の平和記念資料館も姫寄りの資料館もだいぶ偏ってることになりますよね。西田昌司もそんなこと言ってましたね。はい。だから結局この人たちの言うこと同じなんですよね。西田も京都の人ですけど、はい。教育課程全体で特定の思想を強制したり誘導していることを禁止しているのだが、その基準を恣意的に運用している。だから特定政党に対する指示じゃないですからね。はい。こんな簡単に殺害予告やら飛び交うのどうなってんのか。極右の暴走の件についてはちょっと後で話します。長野県も、松代大本営や登戸研究所など沖縄と平和学習の歴史教育の交流を始めたばかりです。あ、そうなんですね。そう、文科省の見解と今日見た文書にも書いてあるけど、明らかに根拠として論理的に成立していません。つまり平和学習は自民党という特定の政党を批判することにつながっているということですか？そう解釈すれば一応ね、通るよね。特定の政党を批判する行為だっていうこと平和学習が特定政党自由民主党を否定する行為だということになるってことですか？じゃあ沖縄の平和学習に反対する立場だということですね。はい。そうなんですねって。誰か国会で質疑してくんないかな。なんか玉城知事見てると兵庫県の知事のことを思い出してしまい情けなくなります。いや、他の知事も似たような、いや、そこまで極端だと少ないけど、しょうがないっすよ。でもね、やっぱり自民党とか維新の人を知事にしてはいけないということですよね。なんでこういう国民民主側のね、国民民主じゃなくて民主主義側のね、人が叩かれるのかっていう。だから民主主義イコール左翼みたいに言ってるのおかしいですよね。左右の問題じゃねえから。遺族は私も悲惨な事故に興味も関心もないのに政治的動機から被害者という立場を盾にしてるのは本当最悪ですよね。なんか政治利用してるだけじゃん、君たちの方こそさっていう思いますけどね。ここがね、ほなみさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。他にもですね、教育の弾圧といえばということで、次々とこういうの出すのさすが琉球新報だなと思うんですけど、教科書から消された沖縄戦集団自決の強制は文科省の元調査官、発端は安倍内閣の発足であると、著書で明らかになったということで、2007年の高校歴史教科書認定において、沖縄での集団自決に、日本軍の強制に関する記述が削除されていた問題について、当時の文科省の教科書
調査官が、発端は安倍晋三内閣の発足であると著書で明らかにしていたことが明らかになった。教科書について気になる記述の一覧とするメモが官邸から出回ってきて、そのうち国際問題にならない沖縄戦の記述を変えることが、まあですね、プランになったという。やっぱ安倍晋三のせいだったんだ、あれって。まあ今更ね、不思議でもなんでもないっていうか、みんなそうだと思ってたわけですけれどもね。だからまあそうですよね。先ほど言われてましたけど、自民党は平和教育の敵だということですね。はい。他にもですね、まあこの玉木さんにこうするあれじゃないですけれども、まあ、皆さんというか、だからね、右翼の人たちは、なんかね、そんな人をね、一人死なせておいて、なんでそんなリベラル派は偉そうなことを言うんだ、玉木を辞任しろみたいなことを、言ってらっしゃるわけですけれども、米兵が沖縄本島内でまた性的暴行を働いたことが明らかになりました。こちらは4月に発生した事件で、23日に発覚したということで、女性は怪我をし、車で事故も、県警が書類送検をしました。4月に知人の成人女性に性的暴行をしたとして、沖縄県警が在沖米陸軍所属で20代の米兵男性を、不同意性交致傷と傷害道交法違反などの疑いで那覇地検に書類送検したことが23日分かった。県警は捜査に支障があるとして認否を明らかにしていない。明らかにしろよという感じですが、捜査関係者によると男性は基地内で米軍の管理下にある。捕まってないです。基地内で米軍の管理下にあり、不拘束で県警などによる事情聴取に応じているということで、まあ本当何回目かわからないわけですけど、だから毎日のようにこういう事件が繰り返し起きてるという事実があるわけですよね、基地のせいで。で、辺野古基地に関してはどうしてもやめてくれというふうにこれだけ訴えているのにもかかわらず、ずっと本土の側が無視してきていたという歴史的な、流れがあるわけですよね。本当ね、なんか、本当ハマスとイスラエルの議論を思い出すんですけれども、ハマスが非道なことをやったからといって、なんかね、それから全てが始まったかのように歴史を描くっていうのは、それこそ歴史修正主義だと思いますよね。今回初めての事件じゃないですからね。で、それに対してですね、我らが小泉進次郎防衛相はコメントを控えると。コメントを控えるって何って思うんですが、小泉進次郎防衛相は26日の閣議後会見で、4月に沖縄県内で在沖米陸軍兵が知人女性に性的暴行をしたことに関して防衛省としてコメントすることは差し控えなければならない、あってはならないことだという認識を示したが、再発防止の徹底について、申し入れていくが、防衛省としてコメントすることは差し控えなければならない、捜査中の事案だから。じゃあこっちはどうなの？上半身裸の男性が自衛官を逮捕、女子高生の腕掴む暴行を働いたと、いうことで、沖縄署は24日、ですね、路上で10代女性の右手を掴む暴行を加えたとして、沖縄陸上自衛隊沖縄那覇駐屯地の所属の男24歳を逮捕した。手首も掴んでいないし、女の人も話していないと容疑を否認している。でもこれが沖縄の現状なわけですよね。この前4月に在沖陸軍の米兵からの性的暴行事件があると思ったら、でその時に小泉が、コメントしないみたいなこと言ったら、その瞬間今度は自衛官によるセクシャルハラスメント暴行事件が発生するわけですよ。こんな環境下に暮らしてたらさ、そりゃ怒るでしょう。誰だって腹立つよね。なんで我々だけがこんな目に遭わなきゃいけないんだって思うのは当然のことだと思います。だからなんか右翼の人たちはね、地政学的にどうこうこうこうっていうことで基地集中の問題を正当化し始めますけれども、そういう問題じゃないでしょう。だから住民の人たちの安全が確保されてないという現実があるんですから、それに対して対策が行われてないのに、沖縄の人たちがみんな納得してくれるというのはおかしいと思います。はい。ね。ということでですね、ちょっと一気に言ってしまいましたが、本当ね、だから結局自民党の否定につながるから嫌なんでしょうね。自分たちが辺野古を推進してきたわけですからね。本当そういう本音がむき出しだなと思うんですけど、批判ばかりという批判に小賀順というか泉健太がひよって戦えない政党になっちゃう。いやだから中道も本当こういう時は本当怒ってほしいですよね。いくらなんでも度が過ぎてるんですから、
はい。デンマークは補助金をもらっても学校の自治は自由で独立して、やっぱりそうなんですね。学生が教育課程で原爆ドームに行くのを封じるのだとしたら、これは完全に売国度でしょっていう。いや、本当にね、でも本当広島でも適用しかねないですからね、怖すぎますよね。だからそんなさ、政府側の恣意的な、これが平和教育で、これは平和教育ではありませんみたいなのがまかり通ってしまったらどうなるんですかと。いう話だと思いますよ。もちろん右翼の学習も全部禁止してほしいところですけど、最悪そうなったらね。でもそんなことできないじゃないですか。で、やはり学生を沖縄の平和記念資料館に行かせるのは偏向教育になるんでしょう。集団自決で亡くなった子どもたちの大きな写真がありますと。平和を学ぶと自民党を否定することになるなんて、我々自民党は人道に背く政党ですと言っているようなもんじゃないですか。いや、人道に背いてますよね、こんなコメントすんの。だからお前はいい加減防衛省やめろよ。だからこれだけ事件とかね、事故とか、この前のね、ですね、ミサイル砲弾が破裂して亡くなった方の件だってもう完全に忘れてるじゃないですか、この男。責任取らないのっていうか調査してるのっていう、もう疑問しかないんですけど、歌姫の件も忘れられてるし、はい。これはひどいケースだと出国させる可能性もあります。まあそうですね。だから米国に逃げるんじゃないかっていう気がしますけど、本来だったらですね、日本の権限で逮捕すべきですよね。犯罪者で、性犯罪者ですよ。はい。不都合なので話したくないということです。つまり都合が悪いということなのです。満蒙開拓団の歴史もだし、性教育なども現在の政権に都合が悪いのでしょうと。自衛隊意見論もあるんだから慎重に行動しろよ。赤名明夫さん、こんからすです。小泉もやめて、こんばんは。いや、ほんと小泉辞めさせないとダメですよ。次期首相とか言われてるけど、とんでもないですよ。絶対ダメです。だから高市政権より悪政を敷く可能性があるから、この人だけはダメだと思います。今の内閣でね、高市の次に評価が最低なので、私的にはですけど。いや、ここまでひどいと思わなかったね。デンマーク、それは教育に立たれる国は国のものではなく国民のものですからね。なんで預かってるだけの連中が施してるつもりなのか。教育直後を配っている学校は変更教育なんじゃないんですかって。だから、籠池さんに聞いてみてほしいですね。なんかこんなこと言ってますけどいいんですかみたいな。ただ人権と社会正義に基づいて政治してほしいだけなんですけど、この進次郎がヘグセスに面と向かってこのようなことを言えるとは思えませんけどね。小泉進次郎は、白髪の小泉の方曰く未熟であるという。だからもういい、年も経験も重ねてるんだから、いつまでも未熟と言ってられないですよね。はい。ちゅうことでですね、沖縄の方のちょっとコメントいくつか取り上げたいんですけど、本土復帰後、米軍関係者による刑法犯の検挙数は6000件を超えている。その中には5歳女児への暴行殺害事件や12歳処置の拉致暴行事件なども含められている。そうした積み重ねの上にある沖縄の怒りや負担まで難癖であると一言で切り捨てる。それを言っている人物の名前が普通の日本人という。これ、もう風刺画像のようなんですけど、普通の日本人、ノーマルライトパーソンと名乗る人物がこの人にクソリップしてきたらしいんですよ。犯罪抑止に努力している米側に対して難癖つける前に沖縄県民の犯罪を何とかした方がいいんじゃないですか。へへへみたいな。ことを言っているんですけど、自分のことは棚に上げ、やたら他人の棚卸しってこれ、あれですかね。もしかしてこれ間接的に自由民主党を批判されてます？変更教育じゃないですか、これ。自分のことは棚に上げ、やたら他人の棚卸しってさ、ね、まさにだから沖縄を批判している自由民主党に対して言うべきことじゃないですか。だから君たちが常にこういう問題を起こしてるんだから、それに対する責任を何も取ってないだろって。まあ、あまりにもほんと象徴的でね、もう呆れてね、言葉もないですね。はい。他にも、普天間基地返還は罪のない小学生の女児を米兵が拉致監禁し暴行したという悲惨な事件が発端である。つまり、古謝候補を応援する国民民主党新馬和也は、県外の少女が平和教育で命を落とすのは許されないことだが、沖縄の少女たちが蹂躙されるのは構わないと言っているに等しい。どっちも許されないに決まってるだろう。何を言っているんだと。ということで、なんかシンバさんがわざわざ小蛇さんを応援しに来てですね、ポジショントークです。特定の政治家が生き残り存在感を示すために反対運動をやっているのです。結果、罪のない少女が犠牲になったのです。という、なんかすごい演説をしたらしいんですけど、すごいな、この男。
なんだっけ、ラーメン・エマニュエルっていう米軍の大使もね、似たようなことを確かにコメントしたので、まあ、シオニストの人はね、みんな言うことが同じだなと思いました。はい。植民地主義者はね、政治家をやらないでほしいですね。はい。忘れられてるけど、実は新次郎陣営もステマで叩かれてた。まあそうですね。高市さんがあまりにひどいので忘れられてますけどね。新次郎陣営もステマやってましたからね。いやでもずっと自民党の独壇場が続いてるんですから、自民党のせいでしょって。これで支持されるの、小女さん。いやまあ、でも逆にやっぱりなんか自爆っつったら言い方悪いか。なんかね、逆効果になってんじゃないかって思いますよね。トランプが最近応援演説に行くと、共和党候補が負けるから来ないでほしいって、まあ陰で言われてるらしいんですけど、あまりにも人気がないから。でもこういうことを言いまくってなんか沖縄の人たちに侮辱的なことをですね、まあ内地の人間とつながってるんだなっていうことをアピールすればするほど、結果小者さんが不利になるんじゃないかなと思います。まあちょっと沖縄のね、民意は私にはわかりませんけれども、はい。いや、ほんとヘドが出ますね。はい。自民党は内部分裂で勝手に消滅してほしいけど、でも自民党がいなくなっても国民民主党がいるんだよな。民主主義の自由社会に規制する抑圧者を根圧するために今する志ある国民は一つにしなければならないですね。はい。だからね、左翼で内輪もみしてる場合じゃないっすよ。まあ後でちょっとそれも言いますけど。沖縄の基地反対運動を左派の運動と捉えていることがそもそもの根本的な誤認です。もちろん左派政党の合流はありますが、それは主流ではない。主流は社民運動、住民運動か。ごめんなさい。住民運動、被害者による権利回復運動であり、また沖縄保守派や民族伝統派、風土を守りたい人たちの合流もある。イデオロギー運動ではもともとないものをイデオロギー運動であるかのように本土側がレッテル張りし攻撃の対象にしている。この認識は共有していただきたい。沖縄保守はむしろ合流というより主張であり、左派に対しても実情から大きく乖離して悪魔化されていると。まあそもそもね、尾長知事って自民党の人ですからね。もう皆さんね、忘れられてしまったかもしれないですけれども、はい。ちゅうことでですね、最後に、先ほどちょっと言及ありましたが、まあ、高市政権がいよいよやばいのではないかという話を東洋経済も言い始めているんですけど、永田町では首相辞任どころか議員辞職も迫られかねないということで、中小動画ですね、まあ、週刊文春さんしか取り上げてないし、なんか、他のね、人たちもなんか高市首相は否定したみたいな、で、お決まりの報道しかしてないので、まあ、ちょっと、いやー、なんか、文春がこんだけ言ってもダメなのかというちょっとね絶望的な気持ちになっちゃったりするんですけど、67通の証拠メールがあるぞってね高市さん知らないみたいなこと言ってますけど、あなた絶対絡んでるし、木下剛さんっていうね公設第一秘書でずっと二人三脚で高市さんとやってきた人が、松井健っていうねノーボーダーの人に対して67通もメールを送ってるんだから、これは関与を言い逃れできないだろうみたいな、記事をこの前出したんですね。なのでまあ他にもね自民党の西田譲という人も、関与してたということが明らかになってたので、まあこれはそもそもまあ国政選挙に対してね、とんでもない話ですし、まあ国政選挙を歪めて不正行為をしたという、話でもありますので、だから自民党内でも結構動揺してて、今動けばちょっと孤立しかねないかなみたいな、コメントであるとか、まあ順調に進む見落としが狂い始めたというようなことも言っているらしく、意外と効いてるみたいですね。なのでガンガンやっぱり文春の記事は広めていくべきじゃないかと思います。国内のテレビ局はそろそろ動いてくれてもいいのではないでしょうか。私たちは知らないことが多すぎます。沖縄、先島諸島12万人の避難計画をはじめ、有事を前提とした民間港湾の軍事化や監視体制が抜け落ちた国家情報会議の設置法案。テレビや商売であること、忖度や圧力があるかもしれないこと、報道しない自由があることも分かりますが、しかしあなた方はあくまで報道機関なんですから、高市早苗さんの中傷動画の話とか、私たちの生活に直結し得ることを法案や、など報道を検証しないのは報道責任を放棄していることじゃないですかと。いうことですね。まあ全くその通りだと思います。なのでですね、日本マスコミはなかなか及び腰なんですけれども、まあこういう話がね、だんだん広がっていくうちに、ですね、全国を巻き込んだ大きな運動になっていけばいいなと思いますし、まあその時にですね、十分な支持率がなければ、普通に高市さん倒れるんじゃないかという気もするので、はい、まあ諦めずにね、日本のファシズム化を訴えていきましょう。という話でした。
そもそもオール沖縄は自民党の分裂が発端でそうなんですよね。そこの歴史も忘れられてますよね。はい。私もリアルタイムでちゃんと知ってるわけじゃないけど。なんか連合も中道立憲より民民寄りなんだとか、そうなの？いや、確かにそんな雰囲気はあるけど、いやー、それは勘弁してくれよって感じですね。沖縄のことは沖縄に決めさせてくれという思いは、おそらく沖縄の人々全員が共通してらっしゃると思います。いや、全くその通りですよね。はい。でも共和党予備選でなんかトラブルを勝っちゃったらしいですね。いや、まだ勝つところあるのかってちょっとうんざりしますね。まあでもやっぱ本当は油断はできないですね。今、教育基本法の第一条を読んでみたら、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならないと書いてあったんだけど、違反しているのは文科省の調査の方でしょうと。はい、その通りだと思います。やっぱ尾長知事は本当偉大でしたよね。ね、今も生きてらっしゃったらね、多分全然違ったんじゃないかと思うんですけど、まあそれはね、仕方がないことなので、本当なんで文春だけ戦ってるみたいになってるんでしょうね。おかしいですよね、マジで。なんでこんな展開になるんだっていう。ね、いろんな報道が続くかなと思ったんですけど、続かなかったですからね。本当ね、植民地主義のね、この日本の国をね、変えるにはね、メディアも少し変わってくれないとどうにもならないと思うんですけど、今のところそういう動きが全然ないですからね。という感じですが、はい。そうだから今有事前提っていうことでね、いろんなこういう戦争準備法案という俗に言われているようなものを、作り続けているわけですけど、そもそも辺野古基地がね役立たずだという話もそうですし、こんな食料自給率もエネルギー自給率も低い国で戦争なんかできるわけないんだから、もっと現実的に考えてですね、中国がね台湾侵略を本当に企んでるんだったらそれを止めなきゃいけないんですから、真面目にやってほしいと思いますね。はい、そういう動きを。赤旗もね、今のところ独自追及はないんですよね。取り上げてはいますよ。取り上げては当然いますし、質疑もされてますが、はいですね。だからやっぱりそれね、援護射撃がないとね、多分文春だけではさすがに通らないと思うので、ちょっとね、頑張ってほしいなと思います。どうしても独裁したくて仕方ないんでしょうね。トランプもそうだし、高市さんもそうですよね。はい。ということで、いろいろ、高市さんのファシズムについてお話しさせていただきました。この後はですね、極右の、個々のちょっと暴力的な話と、ですね、いつものようにですね、我々の側の抵抗運動の話をして終わりにしたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。よかったらチャンネル登録、高評価と引き続きよろしくお願いします。そう、政府も内側も内側のことだからね、ハードルがやっぱり高いというのはあるんでしょうけどね。はい。ということで、極右の暴走がなぜ加速するのかというところにちょっと行っていきたいと思います。八坊先生お疲れ様でした。来ていただいてありがとうございました。先日ですね、ちょっと東大5月祭絡みでいろいろなことがありまして、ちょっとこういうコメントをしました。霊障リベラルの特徴、大体どれか一つは当てはまっている、全部当てはまっている人もいる。1、アベマプライムに出演している。2、リハックに出演している。3、言論関係者であると。こういうポストを渡しさせていただいたんですけども、そしたらですね、霊障三大メディアに入ったぞと、東博樹先生からリポストしていただきました。ありがとうございます。いや、そういうなんか、霊障で返すんですね。霊障三大メディアに入ったってなんかないのブロックしてくるとか。
まあちょっと気持ち悪かったんですけれども、はい。で、しかもですね、東さんなんかその講義中止が、だから本当に左翼活動家のせいだとなんか思い込んでいたらしくて、火曜日時点の情報でも講義活動と講演中止に直接的な関係がないことは知ってたでしょうと、突っ込まれたんですけども、そうだったとしたら、私が情報を載せたアイラの校閲部が修正したと思いますが、当時はマスコミ報道も混乱していたと思いますね。まあ例によって僕がデモを巻いたというナラティブでも結構ですけどね。なんだこいつ何逆上してふてくされてるんですか。だから自分が間違ってたのに、そういうことを言うなんかね、東さんが悪いみたいな物語を巻いてるアンチがいるみたいな話にされてるんですよ。すごくないね、人のことこうやって面白半分にするしさ。だからそういうところが霊障ですよっていう風に指摘させていただいてるんですけど、なんか伝わらなかったみたいで非常に残念です。はい。何この人言論の人です。アナロクラフトさんもおやすみなさい。来ていただいてありがとうございます。自民党議員としては経済的失策でバレて議員を降ろされて既得権益でいられなくなるぐらい独裁化した方がメリットがありますからね。そうなんですよね。はい。ということでですね。しかし、2014年の東博樹さんはどんな方だったかというと、ですね、まあ、いろいろな発言が残されているんですが、まあ、しかし、なんて揶揄されようと僕もカウンター勢を応援しますよ。揶揄されるのは慣れてるんでね。ここのカウンターの人と仲良くできなくても彼らの行動を応援すべき的なところは結構重要だと思います。ぶっちゃけカウンターの振る舞いってあまりに大会系で武闘派的なので、インドアの私は引いてしまいました。でもそんなの関係ないんですよ。僕がカウンターを支持するのは特定の集団に好かれたいわけではないです。それが正義だからです。それが分からないなら消えてほしい。日本人でも韓国人でもそれは同じです。それが分からないやつには僕は自分のツイートを読まれたくない。なんかこんな熱血系だったのになんで急にこうなってしまった歳月は人を変えてしまったんでしょうか。いや、よくわからないんですが、なんか同一人物の発言だと思えないですよね。10年でこんな変わるんっていう人って、まあ思うんですけど、まあでも10年ぐらい経ったら私も変わったから、私は逆方向に変わったけど、はい。せめて権力で連勝してくれよ。本屋で権論の雑誌が目につくとイライラするようになってしまった。5月祭関連はリアルタイムで見てなかったからややこしいところもありましたけど、間違ったことを認めて謝れないんでしょうか。折れちゃったんですね。この頃はかっこいいですよね。別人のようになっていますね。はい。で、まあ最近だから東大先生がやってる言論というのをちょっと読んでみたんですけど、差別的であるとはどういうことでしょうかと。私は鹿児島の生まれで大学進学を機に上京いたしました。先日帰省したところ祖母に30歳にもなってお嫁に行けなかったら5歳差になるしか中がねえなどと言われてしまいました。このような発言は前時代的なステレオタイプでげんなりしますが、この頃になって差別的なのはどういうことだろうと考えるようになりました。いつか晩年になって差別主義者のそしりを受けずにいられるのでしょうかと。まあ確かに昔は差別的だと言われなかったかもしれないんですけど、それは言われなかっただけで昔からこういう考えは過不調的だし、まあ残念だけど差別的な考えだと思います。なんですけど、なんか東さん驚くべき回答をしてて、これいつの回答なのかなとちょっとわからないんですが、23年か。前回の答えに記したことですが、僕の考えでは差別とは社会性の別の表現であります。人間は社会の中で生きており、日々多数の人間に会い、膨大な量の情報に接しています。それをうまく裁くためには情報を圧縮せねばならず、そうなってくると必然に男性だとこうであるとか、外国人だとかああだとか、どこの地方の出身であるとか、粗雑なカテゴリーによる判断に頼らざるを得ないのです。おばあ様の発言もそのようなカテゴリーによる判断の一つです。しかし人間はカテゴライズなしには生きていけないのです。すべての人間、すべての個体を偏見なしに個別認識できるのは神だけです。つまり生きるというのは差別をするということなのです。いや、そういう問題じゃなくないですかいや、すごいもっともらしいけど違うでしょ。これは確かに、東さんって哲学が本職なので、認知哲学者としては正しいように思います。まあ、単なる相対主義ではないですよね。人間の認識の限界っていうことを一応、まあ、踏まえたの発言だと思われますので、まあ、最大限好意的に受け取っておくんですけど、まあ、でも、ポリティカルコレクトネスというのは絶対的な正しさなんかないので、まあ、ポリティカルコレクティングという同名詞の方で表現される存在だと思います。私もいつか差別主義者だと罵られる番が回ってくるかもしれませんが、それを過剰に恐れる必要はなく、どうせ誰もがいつか差別主義者として糾弾される、そういう時代になったのだなと、まあ、諦めればいいのですと。
まあ言ってるんですけど。いやまあそういう考えだったらそれはね、反差別とか理解できないよなと思いました。社会という観点が全くないですね。基本的に、前にもお見せしましたけど、国際連合の定義ですと、まあ差別ってどういうもんかっていうと、ある集団についての差別的、偏った偏見を持った不寛容な見方であるとか、軽蔑的な見方であり、ある個人や集団が実際に持つそう受け取られているアイデンティティ要素、宗教、民族、国籍、人種、肌の色、血統、ジェンダーといっただけではなく、言語、経済的、社会的出自、障害、健康状態、性的指向といった多岐にわたる特徴も非難するものですと。まあ要するに社会的概念なんですよね、ヘイトスピーチって。だから自分と世界みたいな、なんか昔世界系ってそういうのありましたっけ？よくわかんないですけど、二項対立の世界観だったら確かに、まあこう考えるしかないかもしれない。人間の認識能力って限界があるし、私だって世界を、東博樹さんのことをかなりの偏見の目を持って見てるから、偏見なく全てのことを見通せる人間っていうのはいない。で、そういうのは神様しかできない。ね、もし神がいるとしたらですけど、それはわかるんですけど、ヘイトスピーチって社会上の関係によるものなんで、だからある人をある人種とみなすとか、そういったところから始まってるのでですね、もうちょっと現実に足をついた考え方をしていただかないと、まあ社会的なヘイトスピーチとか差別っていうのが何だろうかっていうのはわからないんじゃないかなという、気がいたします。はい。ということでですね、栄翔リベラルの特徴、謝れない。いや、絶対謝らないですよね、こういう人って。何なんでしょうね、謝ったらわけみたいなのは。んなわけあるか。だったらそれを人間が強いてくる社会を変えるべきじゃないのか。へりくつってこういうことを言うんじゃないでしょうか。差別の論旨のすり替え、哲学としても不適切ではないですか。なんだろう、開き直りじゃないのか。差別は仕方ないけど仕方ないと言って放置するのは違いますよね。ヘイトスピーチへのカウンターを支持するのはそれは正義だと言ってた人がなんでこうなるんでしょうか。いや、わかんないですよね。なんでこんなに考え方変わったのっていう。ある程度だから学問的に定義されてる、社会的に定義されてる概念だから、社会性をガン無視して哲学的にこう考えるからこうなんだみたいなことは言えないですよね。それは何でしょうね。現実というものを無視しすぎでしょう。はい。差別によって死ぬ人がいるっていう概念がないのかよというですね、差別を超越できる立場にあるということでしょうか。新自由主義的な部分は苦手だなと思ってゆる言科学ラジオですら差別的なことを思ってしまうのは仕方ないのですが、それを犠牲でキャンセルするのを学ぶべきだと、東博樹のこと対策ぐらいのことを言ってるのにね。哲学の話に逃げれば差別は可能になってしまうというですね。はい。で、まあそうですね。で、今コメントあったんですけど、結局こういうのってだからお金になるからじゃないですかっていう。まあこれはね、読まなくていいんですけど、なんか隣にあったね、記事で、これ最新の記事らしいんですけど、AI と女性のより良い未来とはみたいな、AI は女性を救うのがテクノロジーとガラスの天井という、なんかすごくフェミニズムとかリベラルっぽいとおそらく東さんは思ってるんじゃないかなという。まあ、東さん本人は出てないですよ。だからね、こういう、なんていうんですかね、トークイベントみたいなのが行われてるんですけど、だから AI を使って、まあ女性をですね、セルフケアしたり、するのはですね、ホストクラブみたいなのに行くよりはいいんじゃないかみたいな話をですね、3人の方が一生懸命されてて、まあ悪気はないんだろうけど、そもそも AI を使うなっていう話じゃないですか。生成 AI が人権侵害だと指摘されていることをご存知ないっていうですね。まあなんか生成 AI を使うことは当然、ごく至極当然であるし、何の問題もないという前提から話をされているので、まあ、正直ついていけないですね。はい。やっぱりこういう感覚の人たちなんだなと思いました。はい。それは何が差別か分かんないよね。だって生成 AI が差別性があることってもはや明らかだと思うんですけれども、まあそのことに気づけないでこういう話をしちゃうっていうのはただの便利なアプリとかじゃないんだからダメだと思うんですけど、はいですね。で、まあやっぱお金になりますよね。お金になるからやっぱりそういう AI 工程みたいな方向に行くんだと思うんですよね。私はあんまり好きじゃない米山さんですが、東博樹氏は意図的に保守のダメなところを無視し、意図的にリベラルだけを腐して人気を得ているうちに自分は意図的に保守がダメなところを無視していることを忘れてしまったんだと思います。米山さんの指摘に同感です。東氏は普段エコーチェンバーを危惧する発信をされていますが、保守に受ける言葉を意図的に選び続けた結果、その周囲の反響が彼自身の人格や
現実認識まで形作ってしまったように思います。批判していたものに自分自身が形作られ道具にさえされている。恐ろしい話だ。なんか認識科学的に言うと恐ろしい話になってきましたね。でもまさにこれじゃないかと思うんですよね。自分が受けること自分の読者に受けるようなことばっかり言ってたらこんな感じになってしまったという、まあそういう話じゃないかなと思います。恐ろしいなぁ。はい。いや、結局のところこういうのは女性の自己決定権に何も資することはないですし、まあフェミニズムと呼んでいいのでしょうか。いや、まあさすがにね、呼ぶべきじゃないと思いますし、自分たちがフェミニストだと言ってるわけではないんですけど、すいません。はい。それっぽいだけですよね。お金主義、ミイラ取りがミイラになったという話ですよね。で、まあ、なんでこういうその一部の霊障系の人たちの態度が良くないのかっていうと、先に私のポスト見ておくか。同じくですね、東さんと同じ論陣を張ってる常見洋平さんっていう人がなんかまだ言ってるんですけど、ネトウヨだ、パヨクだ、リベラルだとレッテル張りをするのではなくて、それぞれの立場、主張を味わえばいいのではないかね、と、言ってるんですが、立場を考えろという話でしたら、本来は私みたいな過激な左翼ではなく、中道穏健派の東先生とか常見さんみたいな人が極右を激しく拒否すべきなんですよ。わかります？彼らは穏健ととかノンポリの人たちを食い荒らしてるわけじゃないですか。で、ポピュリズムを広めて、で、一旦奪った支持者を極右化させ、で、穏健派には戻れなくなっちゃうわけですよね。そういう人たち、差別主義者とかね、過激派右翼みたいになっちゃうから。で、イギリス労働党とかアメリカって、そうやってね、社会自体がおかしくなってしまったわけですよね。だから、常見洋平さんとか東博樹さんみたいな人と対話することで、参政党とか日本保守党って過激なやばい極右の政党じゃなくて、普通の政党だっていう風に見なされるようになっていくでしょ。だからわざとやってるなら非常に悪質ですし、意図してないんだったらちょっと間抜けすぎますよね。なんで右翼のアシスタントみたいなことしとるのあなたたちはという。わざとやってんだったらちょっと悪質でどうしようもないなと思いますけど。で、これ、沖彩香先生がですね、ドピルパンという、フランスのですね、昔サルコジっていう悪いやつがいたんですけど、そいつの片腕だった保守派の政治家の人の、投稿を訳してらっしゃるんですが、政治的左右の非対称性について、左翼は暴力性を示すと敗北するが、右翼は暴力性を示すことで勝ち、それかも一度政権につけると支配が向上化すると。これすごい鋭い指摘だなと思うんですよね。ドピルパンの立場からするとね、お前が言うんかいという感じではあるんですけど、右派が暴力を振るうとき、彼らはすでに自らの政治を実行しており、たとえ敗北したとしても彼らは無秩序の恐ろしさ、そしてひいてはどんな代償を支払ってでも秩序が必要であること、暴力という代償を払ってでも秩序が必要であることを示すことで勝利を収めているのだと。よくね、カウンターの人たちを非難する人がいて、カウンターの人たちが、その罵倒とかの手段を使うことによっても、それを非難するのはおかしいという議論があるんですけれども、私は私の考えとしては、別に罵倒という手段を使ってもいいと思うんだけど、左派が、暴力的だと言われる振る舞いをすると、すぐに人は、うわー怖い極左だみたいなこと言って、拒絶するんですよね。なぜかっていうと、私たちが普段言ってる自由民主主義とか、そのリベラリズムとか寛容の考え方に反するように、見た目ですけどね、見えてしまうっていうことですよね。だから、大体うまくいかないんですよ、そもそも。だけど、極右の人たちっていうのは、そもそも暴力を主題としてるような人たちだから、メインウェポンなんで、暴力的になればなるほど受けるし、どんどん過激なね、差別的なことを言っとけば、先鋭化していけば、どんどんその支持、味方が広がっていって、で、その暴走は止まらないわけですね。だからなんで極右の人たちってあんなに極端になっていくんだろうっていう答えの一つがこれだと思うんですけど、そもそも倫理観とかないし、暴力が好きな人たちだから最終的にはテロをやるところまで行っちゃうわけですよね。で、一方しかもドピルパン曰くドイツ、イタリア、ハンガリー、ルーマニアなど極右政権になってしまった国というのは少なくとも法的には選挙を通じて権力を掌握し、ありとあらゆる、ハンガリーはねようやく政権交代しましたけれども素晴らしいことだと思いますが、もうかなり無理くりな手段を使わないと政権交代ができなくなるわけですね。はい。
だから当然ですけども、暴力で政権を掌握してるので手放さないわけですよね。当たり前じゃないですか。民主主義者じゃないんだから。もろもろ考えると物理的暴力を匂わせる集団はなぜ勝てるのかという問いに行き着く。まあこれなら考えるまでもなくわかるでしょということですね。はい。受けることまで言ってるうちに変質してしまうって、そうですね。玉木雄一郎さんみたいなもんですね。差別がひどい世界の情報を呼び込んでいる AI が差別的になるのは当然としか思えないと。どうやって剣山を味わえというのか、毒を味わえみたいなこと言われても、いや、ほんと困りますよね。何言ってるんですかっていう。その後に及んで自分だけは冷静ですみたいなスタンスを目にするのはきつい。いちいち事前連絡しないと電車に乗れない車椅子利用者に向かってその立場を味わえとか言えるのか言っちゃいそうですね、と。だから、正直私も過去にやらかしてますけれども、すいませんでした、本当に。私みたいな人間が差別発言をしたら一気に視聴者が減るわけじゃないですか。当たり前ですよね。皆さん、カラスマ100区は基本的に差別に反対している人間であると信用してくださって、こうやって視聴者は、皆さんね、応援したりしてくださってるわけですから、本当はありがたい話なんです。ありがとうございます。信じてくださるのは嬉しいんですけど、だけど、右翼の人たちっていうのは基本的に差別主義者なんで、もう、むき出しの差別者なわけじゃないですか。で、差別するところが好きっていう人たちが集まってるから、もう信頼もクソもないわけですよね。まあ逆に言うと、そういう人だということで支持されてるわけですよ。だから過激になればなるほど受けちゃうから、YouTube とか X みたいなフィールドだとそれは強いですよね。はい。だからポピュリズムのやっぱそこが最大の問題なんじゃないかなと思います。左翼はなんか過激化するとどっかでやっぱり人権概念であるとかね、人権を守らなきゃいけないとか、もっと温和にならないと支持が広がらないっていう問題にどっかで直面するわけですけれども、でも、極右の人たちってあんまりそんなことなくて暴力的になればなるほど受けるわけですよね。今の社会だとね。昔は伝達手段が限られてたからそこまででもなかったんだと思いますけど、SNS とかね、YouTube とか TikTok みたいな媒体が当たり前になると、その傾向は極端に増幅されてるような気はしますね。だから保守主義じゃないですよ。極右過激主義だし、右翼反動みたいな感じなんで、全く保守的ではないですね。だからこそドミルパンは恐怖してるわけですよね。AFD とかね、国民宣戦みたいなのに、このままね、フランスやドイツが乗っ取られるのではないかっていう危機感を持ってるんだと思います。で、これちょっと受けたので紹介したいんですけど、令和の野村パターソンさんがなんかで、その右翼の人とレスポンスバトルをしてたらしいんですよ。そしたら、今の憲法では戦争ができないからダメだって。いや、本音むき出しすぎだろっていうですね。ただね、戦争を肯定するようなことを言うと、左翼はドン引きされるじゃないですか。でも、右翼の人たちはね、やっぱりこれが本心だし、これをお出しになられても、日本に生まれてよかったみたいなことを言ってですね、なんか全肯定されちゃうわけだから、いや、なんか名前からして面白いし、ちょっと、ネタアカウントっぽいんですけど、ネタアカウントっぽくはあるけれども、右翼のなんか本質的な部分を表してるなと思います。いや、暴力革命家じゃん、君らって。はい。そうですね。温和にならなくてもいいんですけど、そうですね。非対称性を、やっぱりもうちょっとね、があるっていうことをもっと理解していただかないといけないと思います。困難な状況で戦ってるんだっていうことをね、もっと強調した方がいいと思うんですよね。マムダニさんとかやっぱそういうの上手ですよね。それでも人権や社会正義の側が勝ってほしいですね。そう、こういう正直な人に政治やらせるとね、戦争起こしますからね。とんでもないよっていう。はい。高市のブログ、削除済みより、昨今は日本中に匿名性の陰湿さが満ちているように思いません。選挙期間中は中傷サイトも出現します。匿名な相手に反論も叶わず、中傷サイトによる選挙妨害も野放しし放題なのは悔しいというものです。どの口で言ってんのっていう感じですけど、だから結局その極右の人たちっていうのは口先ではこういうことを言うけれども嘘なわけですよね。過激化した方が得になるわけだから、はい。過激化といえばちょっとすいません、ついでに取り上げておくんですけど、南京事件外務省ホームページの公共文書も組織的な虐殺と言い難い、少数でも住民殺傷いかんということで、これ例の
ヘイト記事ばっかり書いてる奥原新平さんっていう人の記事なんですけど、これは完全に一線を越えてるんじゃないですかね。いわゆる、歴史認識問題研究会というですね、歴史修正主義者のシンポジウムの発言をそのまんま取り上げてるんですよ。で、外務省の発言っていうか、外務省のですね、だから南京虐殺に関する記述さえも否定するようなことを言ってんですよね。国会で林氏に質問した参政党の和田政宗は、この日のシンポジウムで住民が巻き添えで亡くなったとか、捕虜が暴れてやむなく撃ったという記述があったが、一般住民を意図的に虐殺したという記述はない。その上で南京大虐殺事件を掲げる中国側は外務省ホームページに書いてあるだろうと主張している大元の記述を変えなければならない。外務省ホームページにですね、南京虐殺のことを書くべきでないみたいなことを、ほざいているそうです。いやー、ひどい。でもこういうなんか過激化とかで極端化みたいなのが受け入れられてしまうのが、まあ今の極の最大の問題だし、そういうのとネットの相性が良すぎるところがですね、やっぱり左派が負けてる点ではないかと思います。はい。ですね。右翼の人たちは結局ね、暴力的なそういう権威主義の社会を求めてんじゃないかと思いますよね。そうなると自由や人権とかを否定せざるを得ないわけですよね、このように。はい。歴史戦ってまだ言ってるんですね。いや、本当にね、中国との歴史戦をどう戦うかみたいなことを言ってるんですけど、いい加減にしてほしいですね。はい。ただこういうですね、極右の過激化というのはいろんなところで始まっておりまして止まりませんということで、ちょっと、すいません、直近のドメスティックバイオレンスの事件を取り上げるので閲覧に注意してほしいのですが、はい、まあ皆さん話題になってるから知ってると思いますけど、巨人の阿部監督が辞任しました。長女への暴行容疑、伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまった涙ながらに謝罪。伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまったことに関して謝罪？いや、そうじゃないでしょ。自分の子供に暴行したことに対して謝罪しろよという感じなんですけれども。読売巨人軍元監督の阿部慎之助容疑者は、オーナーと面会し監督を辞任すると申し入れ受理されました。辞任したこと自体は別にいいと思うんですけども、伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまいとても深く申し上げますとお礼を詫び申し上げますと言ったそうです。阿部監督は25日の午後6時頃都内の自宅で自分のですね娘さん2人姉妹が喧嘩を始めたためそれを止めようとした際長女から言い返されたことに腹を立て長女の襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えたということで、長女さんがチャット GPT に聞いて通報すべきだと言われて、通報したということで、これでですねAI が悪いとかその娘がですねこんなことで通報すべきではないみたいな意味がわからない世論がすげえ湧き起こってるんですけど、何暴力を振るったことがいいことだっていうことを言いたいんですかねっていう。すごいなって思いますよね。だから普段なんでしょうね。私左翼なのですごいいつも暴力的だみたいなことを言われてるんですけど、こういう、ストレートに暴力振る人についてはこんな用語が湧きまくるんだっていう非常に恐ろしい気持ちになりましたね。はい。その最たるものがこのスポーツ日アネックスの記事なんですけど、ちょっと内容最悪なのであんまり読みませんが、通報した長女のコメントとして、父とはすでに仲直り、関係は良好であり、いつも陽気でダジャレを言い合い笑い合う仲ということで、なんと被害者側がですね、代理人を通じて手紙が公表され、私の過度な状況説明が事実と異なってしまったということで、父親を通報したことは申し訳なかったと謝罪する文章をですね、安倍晋之助の横にいる人が呼び上げたようです。どういうことなのこれは。被害者ですよ。だって通報したその安倍さんの娘さん本人がこういうですね、だから父親をかばい立てするような文章をわざわざ生成 AI に書かせたのか知りませんけど、わざわざ作り出して読んでるんですよ。どういうことなのこれは。意味がわからない。なんで被害者の側がこんな文章を発表しなきゃいけないんですか。
っていうか、父親は娘を殴っていいっていうふうに、まあ、その巨人軍ファンの人たちは思ってるってことなんですか。まあ、ちょっと信じられないですね。呆れて言葉もないです。はい。いやー、謝るとこそこかよっていうね、もうそれからしてひどいんだけどね。はい。子供にまず謝れよっていう。歴史修正主義者は太平洋戦争はなかったぐらい言ってほしいですね。名誉の話か。戦うんじゃなくて一緒に研究するとかできたのにね。子供への虐待よりも巨人のメンツ。娘さんの相談も児相の判断も 100% 正しいと思います。いや、正しいと思いますよ。だって当然ですよね。チャッピーに聞いて通報されたんだから、それはね、AI がそういう回答を出すのはね、自分が責任取りたくないからだと思いますけれども、別に児相に通報したっていいじゃないですか。はい。まあそうですね、暴力に流されてると、短期的利益に煽るポピュリストに流されることで暴力に流れてる。まあどっちが先かみたいな話ですけどね。はい。被害者を責めるんかよっていう。児童相談所がちゃんと仕事したのが分かって安心してますというですね。まあ児相の動き素早かったみたいですよね。はい。そこはね、児相は全く、問題ない動きをしてると思います。いや、スポーツ界にこういう話多すぎだし、ガチの暴力でびっくりだし、チャッピー正しい回答してますよね。被害者を無視する社会にヘドが出ます。児相への相談の逮捕はよっぽどの暴力があったと考えるほどがないです。なんでだよ、お子さん何も悪くないだろう。問題の核心は AI ではなく、子供を所有物のように扱う家族とそれをさせる社会だと思います。はい、その通りですね。はい。学隊死亡事件で動かなかったような児相学校軍だったらまあ相当な事案だったんじゃないでしょうか。ガチの DV じゃないですか。これは怖すぎます。有害な男らしさや家父長制のそうですね、延長線だと思いますよね。なぜ DV 被害者が弁解しなければならないのか怒りしかありません。はい。で、安倍さんは嘘ついてんじゃないかっていう疑惑があるんですよね。まだっていうか、おそらく真相出てこないと思うし、陰謀説の類だと言われたら嫌なので、あくまでも推測に過ぎないということを強調しておきますけど、安倍さんが捕まったことで即座に出されたデイリー新潮、週刊誌ですけどね、の記事があるんですよ。デイリーなんで、信頼性はさほどでもないです。さほどでもないのですが、その時にですね、警察からの情報でどういうことが言われてたかというと、これデイリー新潮に限らずいろんなメディアが言ってたと思うんですけど、安倍監督に対して長女を殴ったり首を絞めたりした暴行容疑で現行犯逮捕をし、そして、安倍監督は警察の取り調べに対し言い返されたためカッとなり暴行を加えたと容疑を認めているという。おかしくないですか？おかしくないですか？先ほど言った時に殴ったって言ってないですよね。殴ったって言ってないし、この長女さんからの手紙でも、殴る蹴るといった事実はございませんでしたってわざわざ付記してあるんですよ。要は、これは私が勝手に話を持っていただけであったと。それがなんか被害者非難みたいなのにすごい繋がっちゃってて、SNS でそのことを叩いてる人たちがいっぱい出てきてるんですけど、そいつらのね、ことはどうしようもないのでどうでもいいですけど、本当はどうでもよくないけどね、ここのデイリー新潮の記述が警察からもらった情報そのままだとしたら、警察は娘さんに確認したんじゃないんですよ。警察は安倍監督本人に確認して、司法を制止しようとし、カットなり暴行を加えたと容疑を認めてるんですよ。で、この時は殴ったって言ったんじゃないですか。おかしいっすよね。確かにいろいろな情報が錯綜したし、週刊誌はわざとね、だからデイリー新潮ですから、なんかね、適当なことを書いたのかもしれません。それはわからないです。それは本当にわからないし、多分真相は出てこないと思うんですけど、で、首絞めてる時点でもう完全にアウトなんですけどね。それはもう、事実として認められていることですから、もう完全にアウトなんですけど、いやー、なんて言うんでしょうね。だから、なんでそれをわざわざ被害者の方が否認しなければならないのかという話じゃないかなと思います。ということでですね、やっぱつりゃさん、ここからです。過不調性に染まりきったスポーツ業界、性犯罪や DV などの女性が被害者に遭っている場合はかばうけども、窃盗や薬物なんかは一瞬であって切るだろうなという負の信頼がある。
巨人軍って言って越に入る感じが本当嫌ですね。本当嫌ですよね。まあだってこれ、わざわざこれなんかね、読売新聞はですね、どこに書いてあったかな。読売巨人軍っていう風に書いてあるんですよ。まあ読売巨人軍だもんね。関連ワード読売巨人軍って書いてある。ハッシュタグまでつけてるんですよ。いや、ほんとこの新聞いい加減にせえよ、マジで。お前がスポンサーやってる軍団だよ。お前がスポンサーやってる、だからチームだよなっていう。本当ひどいなと思います。この見出しも含めてですけど。野球界もサッカー界も男による暴力がないと成立しないんでしょうか。いや、本当そう言いたくなっちゃいますよね。そんなことないはずなんですけどね。いや、駆けつけた警官が、暴行の場に居合わせたんじゃないかって、見てた人いたんじゃないのっていう風な疑いもありますよね。この場合のケースは娘さんの生活とも関わってくるから、生活イコール暴力と判断したのか。まあだから娘さんもそういう反応が来てることを分かってて、まあ自分はそのような悪意はありませんということを言いたかったんじゃないですか。わからないですけどね。でもそれもちょっとひどい話ですよね、本当に。はい。そして、安倍晋之助さんを叩いているのはいつものごとく左翼な方々の気がするけど、皆さんどう思いますか？ファングローバリスト。いや、なんか分かりやすい名前の人多いな。これは事実ではないですね。別に左翼の人たちだけ叩いてるわけではありませんので、どちらかというと安倍晋之助氏を擁護しているのが極右の人たちなんだと思います。はい。言い直しますが、家族から暴力を受けたり脅されたり怖い思いをさせられたら警察や行政機関に通報を相談するのは人の権利です。年齢を問わずです。そして18歳でありながら高校生であるという年齢で児童相談所に通報を相談することは全くおかしなことではありません。通報を受理したその先でどこが動くのかは受けた側が判断し決定することです。児相だろうが警察だろうが18歳だろうが未成年だろうが SOS を出すことは権利であり、権利は迷惑だろうというもので抑圧されてはありません。はい。これが当然の見解だと思います。私が安倍晋之助ならあるいはその妻ならばその娘の手紙は絶対に公表しません。そんな娘に少しでも火の粉が行きそうな文章を公表するぐらいだったら自分が娘を殴ったことにして娘を守った方がいいのではないでしょうか。この手紙が出てきた時点では辛いと思いますね。はい。ということでですね。で、まあ、玄也さんがなんかこれをリポストしてくださったんですけど、先日ね、5月祭の件もあった福永玄也さんですね。読売ジャイアンツ、今日は父の日、あなたのお父さんとジャイアンツの思い出はあるでしょうかと。これ2025年の6月15日に投稿して大炎上したんですよ。まあ覚えてる方は覚えてるかと思うんですけど、このひどい広告に対するリプと引用が父親により DV 被害を訴える子供たちの告発で埋め尽くされている。うちの父たには阪神だったが、選手がミスしたり試合に負けたりするとチャンネルが飛んできたりひどい暴力が繰り広げられるので、野球も暴力的な男も嫌いで仕方がなかったですと。はい。ね、だから、当時からそういうこと言われてたんですからね、少しは本当反省していただきたいんですけど、これを見るとなんかますますひどくなってるような気がしますよね。はい。巨人軍は支持したで勝力松太郎だもんなっていう。まあ勝力松太郎って永久戦犯ですからね。はい。騎士の息子の同類。暴力はいつまでも罪です。はい。親から暴力を振るわれたことを受けて右翼だとか左翼だとか何言ってんのかと。はい。そういうさね、ありましたね、このふざけた広告。だからまあ、極右的な人って、私も極右っつっちゃったけど、極右的な人っていうのはまあ政治思想の問題ではないっていうことですよね。暴力を肯定したり、差別を肯定したりする、やっぱり態度を持ってそういうふうに言われてるわけだから、はい。そう、さっきのドピルパンの話にも本当通じる話ですよね。うん。ということでですね。はい。ついでにすいません。最後ちょっとこの性犯罪者の人も取り上げておかなきゃいけないので、最後ちらっと言及しますが、佐野海舟さんが、不同意性交容疑逮捕をめぐり議論、再燃ということで、ワールドカップの日本代表入り後に、日本代表入りが正式に決まったっていうことで、ですね、やめさせろという声がまた出ています。当たり前だろ。なんで認められたまんまなんっていう。ですね。鹿島アントラーズからマインツの移籍直後に不同意性交罪容疑で逮捕された過去をめぐり議論が白熱し、ですね、このなんか鳥取県の一
人がですね、市長がですね、そこのサッカー部出身だから、佐野市のワールドカップでの活躍と日本代表の勝利を心から願いますみたいなことを言ったらしいんですけど、被害者への配慮を求める声や代表選出自体への疑念が相次いで寄り付られる事態に発展したと。市長はなんかすでに示談が成立し不起訴となっただからいいだろうみたいなことを言ったらしいんですけど、そもそも示談が成立しているということは解決していることを意味しません。今しませんし、この佐野さんもそうだし、今回の安倍さんもそうだけど、安倍さんはまあ辞めたから、一応ね、そのまま巨人軍に残るということはさすがにないと思いますけれども、思いたいですけれども、日本のスポーツ界全体の倫理観が疑われてるんですよ。っていうことをなんで分かってくれないのかなって、これだけしつこく言ってるんですけどね。はい。まあ、佐野さんもですね、安倍さんも去った方がいいと思います。はい。見ず知らずの18歳女性に暴力振るったとしたらやばいやつだろうとわかるだろうに、娘だったらいいと思うのは間違ってます。いや、本当にその通りですね。だから別に親子であったことは関係ないので、暴力振るったら暴力振るった人と被害者ですからね。はい。っていうことを理解していただきたいなと思います。はい。ということで、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。ということで、まあ、スポーツ界のこうした暴力沙汰もひどいなという感じなんですけども、漫画界も負けてはいませんということで、はい。ドン引きワンパンマンの漫画家に国内外から批判殺到、イギリスの移民ヘイトに外見いじりで変身、人種差別の声ということで、ハフィントンポストの記事になっちゃったんですけど、集英社の人気漫画ワンパンマンの作画担当と知られる漫画家村田祐介さんの X の投稿が SNS で物議を呼んでいる海外への差別的な投稿への返信内容に対し、国内外から差別的ではないかと批判の声が上がっているということで、人気漫画ワンパンマンの作画担当っていうよりはなんかでも正直厳しいものがありますよね。この人のだって書いてたアイシールド21っていう漫画知らない人はあんまりいないと思うんですけど、私の世代で読んでたよ、普通に最終巻までよ。別にファンじゃなかったけどさ、対していや、こんなやつだったのかという感じなんですけど、まあ、パキスタン系の移民を差別しているトミー・ロビンソンっていうすごい激ヤバな極右の人がいるんですよ。だから、知らないのっていう感じなんですけど、まあ、それを引用してる時点ですごくやばいんですけれども、しかも、先天性疾患や障害を持ち出して、そのパキスタンの人たちを差別してたんですよ。まあもう論外なとんでもないね、ここで表示しませんけれども非常に醜悪なポストだったんですけど、それに対して村田さんはまあ身体的な特徴をずらずらと述べた上で、彼らはモアイ像によく似ている古代人の血を引いているんじゃないかという、意味不明なコメントをしました。はい。まあこれが全世界でですね、ドン引きされまして、何言ってんのって、これ本物の村田祐介だろという、コメントが殺到しました。殺到したんですけれども、まあ10時間経っても消えず、20時間経っても消えず、まあ2日ぐらい経っても、まあこうやってハフィントンポストの記事になっても、本人は現在無視を決め込んでいるそうです。はい。終わったなという感じですが、いや、ほんとね、ワンパンマンの連載やめた方がいいと思いますよ。もう。なんか、まあ、原作からしてあんまり面白くなくなってたみたいな、まあ、批判も受けてて、私も途中までしかこの漫画読んでないんだけど、ですね、やっぱりですね、海外ですごい人気あるんですよ。だから海外のですね、人たちの評判がですね、どんどん悪化している一方だと思うので、まあ謝罪するか謝罪できないならやめた方がいいと思います。はい。っていうですね。意味に対して罰せられる人と罰せられない人の違いは本当何なんですかね。巨人は坂本の件もあり、そうですね。野球界全体で見れば性暴力加害者の発動役やパワハラが横行しており、野球界そのものを消すしかないですね。という。だからこういうのを放置してるんだったらね、ほんとスポーツ界自体がね、そういう組織そういう体質なんでしょというふうに見られちゃいますよね。はい。あまりにも多すぎますからね。だからスパルタ教育の時代からあんま変わってないですよね。
集英社マジで何してんだよ。作家やアシスタントや編集者たちに人権研修させろって。古代人の血はみんな引いてんじゃないですかって。いや、だから何のつもりでこういうヘイトポストをしたのかもわかんないんですよね。多分なんかそういう差別ジョークのつもりだったんじゃないかっていう気がしなくもないんですけど、わざわざリプライでこんなこと言ってんですよ。だから裏アカウントと間違えたんじゃないかとか、常にそういう差別的なアカウントをフォローしてんじゃないかとか、まあいろんな疑惑が言われてるんですけれども、いやという。ね、各界隈のモラルがやっぱ疑われてますよね。政治は面白がるために調べてますみたいなことが言われてますよね。差別が笑いになってると思ってる人々の世界をなんとかしたいですよね。ちなみに村田祐介先生に対して、まあ追い打ちではないんですけれども、ワンパンマンのその原作者の方についてはそんなね差別的な思想の人ではないと言われてるんですが、原作をですね一部改変しているというふうに、まあ作画担当なんで言われておりまして、ワンパンマン3期の2話にアニメですけども、人類は怪人には絶対にかなわないから迎合しろという活動家たちが出てくる。これは立憲、社民、共産、令和、マスコミなど確実に同じことをやっている彼らがモデルだろう。実際に、侵略を企る中国に迎合しているし、正論を言っている高市総理を寄ってたかって攻め立てているもんなと。いや、ワンパンマンってそういう右翼的な別に漫画じゃなかった気がするんだけど、これ村田さんが追加したらしいんですよね、描写としていや何書いてんのお前っていう。だから原作になかった表現をわざと追記してんですよダメでしょこれは。というですね。スポーツエリートは子供の頃からホモソーシャルで育ってるのかなって。その傾向はまああるかもしれないですけどね。全員が全員そうじゃないと思うけど。で、私だから、暇空あかねさんを支持してたいわゆる漫画家さんいたじゃないですか。たくさん。まあ、北安明さんとか、のんさんとか、竹さんとか、佐藤なんちゃらさんとか、宗龍さんとか、栗原正直さんとかですね、いっぱいいたと思うんですけど、その時でもう村田祐介さんいなかったんですよね。はい。まあ、秋満さんとかね、神崎弘さんとか、まあ、いろいろな人たちがね、暇空あかね頑張れと言っていたわけですが、当時言ってなかったので、まあ、赤松健さんのファンだっていうことはいろんななんかこう、ポストから知られていたんですけれども、なんでそんな風になっちゃったんだろうなとちょっと思います。はい。ですね、そういえばこのホッケオオカミさんっていう方がまあブログとかでいつも取り上げてくれてるんですけど、この方はファミレスを享受せよっていうゲームのキャラですね。今気づきました。はい。ですね。ちなみにそうですね。なんだっけ。宇崎ちゃんは遊びたいだっけの、作者もヒマーノンです。はい。これは有名ですね。はい。ということでですね。で、まあそう、作者の、そのですね、ワンさんっていう、まあ原作者、モブサイコとか書いてる人の名誉のために言っておくと、だいぶ思想にですね、村田先生との開きがあるのではないかということが指摘されておりまして、これ2024年の裏金問題があった時に、わざわざこういうイラスト描いてるんですよ。これは全部ワンパンマンとかね、モブサイコのキャラクターだと思うんですけど、みんなで選挙に行こうぜ、みたいなですね、こういうちょっとほのぼのとしたような原作者の方のイラストを描いて投稿してるんですよね。で、同じっていうか2022年から同時期に、これまで政治という分野にほぼ興味がなかったけど、赤松健先生の影響でがぜん興味が湧きました。でも、私が調べるのは面白がるためだけです、みたいな、まあ、ことをポストしていたという。だからなんか、まあ、この時点で相当ですね、温度差があったのではないかというような話も、まあ、今更ですけど、出てきております。はい。なのでですね、まあ、ちょっと原作の方と作画の方と思想が違うと、まあ、こういうことが起きるのかなという、ちょっと事案でございました。はい。まあ最近ワンパンマン正直読んでないので、どうなってるか知らないんですけれども、まあこれでね、ワンさんも一緒に叩かれるとしたらちょっと不名誉な話になるのかなと思いますが、これに関してね、村田さんに何もさせないっていうのもちょっとありえないと思うので、なんとかしてほしいと思います。はい。
ということでですね、最後に、ちょっとこういうですね、人たちが超量ばっこしてるおかげで、ですね、実際の差別事案が広まってる件について少し取り上げて終わりにしたいのですが、東北大学が留学生だけ授業料免除の、仕組みをいよいよ本格稼働させ、対象外で聞こえる普通の声、学生が、陥る無茶苦茶な制度変更とはということで、これ例のスプリングというですね、署名なども概要欄のところにありますが、本来ですね、博士課程1年の時に年間216万円の研究奨励費と34万円の研究費の支給が約束されていた、外国人留学生の方々が、突然ですね、これが大幅変更されてしまいまして、在籍中にはですね、支援制度がいきなり変更されたと。年間127万円しか生活費の支援がなく、授業料免除も受けることができないと。で、これ、だから留学生の人だけに適用したんですよね。差別としか言いようがないんですけれども、こんなことをしたので、せっかく日本の大学に研究に来てくださった留学生の人たちが勉強を続けることができなくなり、博士課程ではアメリカの大学を目指すことにしましたと。でもうあまりにもひどすぎて何も言えないんですけれども、基本的にね、だから日本の大学でこういう留学生の方々を呼んで勉強していただくっていうのは、で良ければ日本に残って研究してくれてもいいし、その海外との大学のコネクションをつないだりとか、より高度なね研究を発展させるためにね、大学のパワーを上げるために日本のためにやっていることであって、広く言えばね、だからこういう制度変更って誰の得にもなってないというか、むしろ日本を滅ぼしてると思うんですけど、こういうねポピュリズムに走った人たちが、留学生のね奨学金なんていらねえん、奨学金じゃないけどね支援制度なんていらねえんだみたいなことを言った東北大学に行った結果、こういうことになってしまったわけですね。はい。だからこんなことしてると本当に日本が滅ぶだけだと思うのでやめてほしいなと思います。はい。デモの描写がずれてると思います。左翼を揶揄したとしても全然左翼を理解できてません。権力者に迎合しろなどという左翼がいますかねっていう。そうですね。だから逆のこと言ってますよね。どっちかっていうと右翼デモですよね、これ。はい。そうしかないですよね。いや、本当にそうなんですよ。だから最初はそれぐらいのね支援が180万円から10年目に240万円にとか、それでもね安いですけど、研究支援のね費用が、いただけるということで約束できたのに、ほとんど先に近いというようなことが言われてるわけですね。当たり前ですよね。なんで金もらえないんよっていう。だからそれをもとに生活していくつもりになったんだから当たり前じゃないですか。ですね。だから結局ね、人権研修受けてない人ばっかりだから、そういう変なポピュリズム政治家が選ばれて、こういう制度改悪が通ってしまうっていうところですよね。本当何のためにこういうことしてんでしょうね。もともとの受給額が安いから、そもそももっとね、卓越大学の人たちなんだから、もっとね、いい研究費とかで受ける資格があるはずなのに、こんなことをされてると。なのでですね、差別は百害あって一理なしだと思います。そして最後、クルド人への暴力や嫌がらせが深刻化、超党派議連が罰則付き差別禁止法設定を訴えるということで、いやー、ようやくかという感じですけれども、少しは期待していいんですかね、この動きは。ただ自民党がこれだけ占めてて、西田昌司が賛成してても、いや、別にという感じではあるのですけれども、かつてヘイトスピーチ解消法という、あまり今機能していないと言われる法律に尽力した議員連盟が、国会に解消法の全面改正を提案する方針を今決めたと。なぜかというと、クルドヘイトがあまりにひどいからですね。はい。もともとだから入管とかで、極右勢力の政治家、自民党の政治家も含めた人たちが進めてきたと言われる政策の結果ですから、官製ヘイトだというふうな指摘もされているわけですけれども、これちょっと見るに耐えないほどひどいんですけれども、
突然駅で殴られたりですとかね、日本人に携帯電話で撮影されたり中指を突き立てられたりですとか、このようなヘイトスピーチが書かれた紙を貼られたりですとか、2023年からクルドヘイトはもう行くところまで行ってしまって、入学や就職を断られたり、事務所や住居を貸してもらえなかった子供がいじめを受けたみたいなですね。本当でここまでしてなってしまうのに、入管法が改悪されてですね、ビザに3000万円必要だったりですとか、ありとあらゆる方向に負の影響が出てるわけですけれども、さっさとヘイトスピーチ禁止法を制定して、というか包括的差別禁止法を作らないと、こういった流れは止まらないと思います。呪術廻戦モジュロっていう漫画のね、感想でもちょっと言ったんですけど、日本ってその、熟議を重ねて、先ほどね、常見洋平さんとか東博樹さんには申し訳ないけど、熟議を重ねてね、差別をなくすようなね、気の利いたことができる人たちが、市民の大半そうだったら、もうとっくにそういう流れになってると思うので、ならないわけじゃないですか、結局。ならないから、結局強制力のある、罰則法をですね、リスクはあっても、作ってですね、そういったものを制定するしかないのではないかというところが、今ですね、ちょっと強引な手段に見えるかもしれないですけれども、本気で問われなきゃいけないところじゃないかなと思います。はい。ということでですね、警察も国も動いてくれないとはどれほどの絶望であろうか。そうですね、ポピュリズムに流されないためには、教育格差は本当は作っちゃいけないですし、クルドの人たちだからといって、正当なね、教育の権利であるとか、就職の権利っていうのをですね、もちろんですけども、踏みにじってはいけないわけなんですけれども、はい、全然今の日本ってそういう風になってないわけですよね。はい。ということで、曲はなぜ暴走するのかという話でございました。ちょっと大変遅くなってしまってすいません。最後にですね、ちょっとプロテスト運動の話をして終わりにしたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、皆様、お付き合いいただきありがとうございます。最後にですね、社会支援ですとか、プロテスト運動の話を少しして終わりにしたいと思います。都庁前の食料配布会に並ぶ人がついに1000人を超えました。その日暮らすだけで精一杯、利用者の悲痛な声ということで、東京都庁前でいつも開かれている23日の、無料の食品配布会なんですけれども、利用者が過去最多の1003人を記録しました。1000人を超えたのは初めてだそうです。物価高が止まらない中、配布会に並ぶ人たちからは生活苦を訴える声が上がり、民間の善意が困窮する暮らしを支えている実態が浮かぶということで、NPO 法人の自立生活サポートセンターもやいさんなんですけれども、正直ですね、本当このままいくと破産するのではないかという、関係者の方のコメントもありました。だから2020年くらいから始めて、最初は1日100人ぐらいの利用者だったんですけれども、700人から900人前後で昨年は推移し、今年に入ると900人超えが見えるようになったと。いつかは1000人も超えると思ってたが、想定より早く驚いていると、もやいの理事長は話す。利用するのは収入が少ないワーキングプアのいわゆる労働者や生活保護利用者、年金受給者が多い。家や生活があっても収入が増えず、暮らしの足しにするために来ているということで、同じくですね、れいわ新選組の木村、議員、参院議員の話もあるんですけど、5年間同じシャツを着ているだけで精一杯で、生活保護受給者に今物価高が直撃しており、日弁連が 18% の基準引き上げを要求と。今ね、本当に皆さん生活苦しいと思うので、私もそうなんですけれども、はい。やっぱり 18% ぐらいですね、生活保護費上げないと、もはや生活に不十分になってきているんですよ。だからそれがもう見てわかるじゃないですか。1000人超えてるんですよ。だから、国が本気でそうやってね、貧困対策をしなきゃいけないのに、片山さつきさんみたいな人が財務省で、高市さんが首相だから、全然そういう動きがないわけですよね。だから結局民間の人たちにしわ寄せがいってるという構図だと思います。
で、5月23日の新宿都庁下の活動では1003名の方に株式会社モスフードサービスのご講演により食品セントに、と一緒にハンバーガーもお渡しすることができましたということで、モスバーガーはねこういう社会貢献活動を積極的にやってるみたいですね。はい。都庁下の食料配布の利用者が初めて1000人を超えたということで驚きだけどいずれこうなるとも思ってました。ここで相談につながり命をつなぐことができた人はたくさんいます。支援がたくさんの人に届くこと自体はいいことですが、こんなにも多くの人が支援を受けなくてはならない状況にあることは重く受け止めたい。政治は特に対策してほしいということで、本来は国がやる仕事だと思います。はい。そう、生活多い人最低賃金って連動してますからね。で、AI データセンターの話、さっきちらっと AI の話出ましたけど、アメリカでは AI のデータセンターが原発より嫌われているということで、データセンターの建設がたったの 27% の賛成しかなくと、原子力発電所よりも嫌われている。アメリカ人の 71% が自分の地域へのデータセンター、建設に反対しており、原子力発電所への反対は、53% なので 20% くらい上回ってると。嫌われすぎでしょ。なんで嫌われてるかっていうと、この図を見れば一目瞭然なんですけど、テキサスでは稼働中のもしくは建設中のデータセンターが461施設もあり、ダラスだけで180施設、そりゃ反対運動も起きるだろうと。地下水が減って地盤沈下が始まってるのに何やってくれてるのかっていうことで、こういう感じでですね、作りすぎなんですよ、レオ。いくら AI 推しだからってさ、何考えてんですかね。それはテキサスの地盤沈下も起きるわという感じなんですけど、膨大な水とエネルギーを食う、こうしたデータセンターをですね、次から次へと、アメリカは増やそうとしているそうでして、大規模な環境破壊がね、下手すると避けられない状況ではないかと思います。でそんな中でですね、先ほどの言論のように生成 AI を使うことを当然なのように言ってる人がいますけど、声優の津田健次郎さんが TikTok の運営会社を提訴、生成 AI で古代を無断模倣かということで、やたら津田健次郎さんっぽいですね。呪術廻戦にも出てた方ですけど、変な動画とか見たことあるかもしれないですけれども、やっぱりあれパクってたらしくて、TikTok の運営会社に対し生成 AI で自分の声を勝手に模倣した動画が公開されているとして動画の削除を求めて提訴されたそうです。いやー、これどんどんやってほしいなと思います。漫画家さんとかアニメーターさんでもいけると思うから、だからちょっとでも似てると思ってたらもう提訴した方がいいですよ。だからこれで白黒つけといた方がいいし、今の著作権法がね、勝手に改正されようとしていますけれども、ですね、AI で権利侵害されてるのはですね、アーティストの人たちにとっては深刻な問題ですから、やっぱりこういう議論がね、高まっていけばいいんじゃないかなとは思います。もちろん津田さんにとっては大きな負担だと思いますし、アーティストの人たちに対する負担が大きいので、本当はね、政府がそういう動きをしていかなきゃいけないんですけどね。もちろんこれは行政がやるべき仕事だと思いますが、支援団体の皆様が築いてきたノウハウやきめ細やかな対応はとても行政にはできないため、しっかり予算を設けて密に連携していくべきだと思います。そうですね。かつてコラボさんがね、それなりというか、東京都といろいろありながらもやってたようにやってるべきですよね。はい。結局コラボさんも潰されちゃいましたからね。YouTube の広告にもどう聞いても津田健次郎さんの声がありました。津田健さん好きな声優なので頑張ってほしいし、本当にひどい権利侵害ですよね。いや、本当にね、勝手に人の声を使うのやめてくださいよ。詐欺とかにも今使われてるわけでしょ。冗談じゃないですよね。我々の著作権は売り物ではありません。はい。他にはですね、ちょっとこれバズってたんですけど、韓国のバイトの方なのかな、客いない間は勉強しててほんまに羨ましいです。日本のバイトも全部これにしてほしいですということで、コンビニバイトらしき方が、勉強してるというですね、画像が受けていたんですけど、これはですね、韓国が人権に配慮したいい、労働働き方改革をしているというだけの話ではなくて、韓国の、政治闘争の記憶がありますと。韓国のレジ係が椅子に座れるようになったのは、現民主党系の新自由主義政策に激しく抵抗した大規模な闘争の結果です。ノムヒョン政権は現政策導入のために労働者や農民を弾圧しており、後の保守政権を用いたデモ鎮圧戦略もこの時代に策定されてしまいました。同政権は非正規保護法を、押し通しました。これで非正規の雇用期間を在庁2年とする法律でしたが、保護者が伴わず、2年ごとに大量の解雇者が発生するという労働柔軟性の本質を露呈するような法律でしたと。
まあこれどちらかというと、新自由主義の問題であって、党派的にどっちが悪いとか、保守党もね、民主党も悪かったということなので、どっちもどっちだったのかなとは思うんですけど、通称イーランド闘争と呼ばれる事態にこれで発展し、当然労働者たちは立ち向かい戦いました。連鎖ストライキや大規模な不快運動、労働者、学生、学会など各界各層の運動は、連帯が、当時を生きた人々の記憶に常にも強く残っているでしょう。500日以上の戦いの末、複雑な合意案が締結され、このイーランド闘争で掲げられたスローガンの一つは、ルーチューサービス労働者に椅子をくださいでした。その結果、労働者のための椅子が現場に用意されたということですと。その椅子はとても大切な椅子なのですと。で、なんかこれ映画にもなってるらしいので、興味ある人はですね、チェックして教えてください。私は見てありませんが。ということでですね。やっぱり韓国はね、こうやって、あれなんでしょうね、政治闘争とかですね、ストライキによって、こういった権利を一つずつ掴んでいったっていうことを見習わなきゃいけないのかなと思います。はい。若い頃友人に原発事故関連でデモとかしたら逮捕されたりしちゃうのかなと相談されたことがあった。すると友人は逮捕されたらいいじゃないですか。正しいことをして逮捕される社会なら逮捕されるべきですと言った。私は本当にそうだなと思った。これからもし日本が戦争や虐殺に反対したら逮捕される社会になってもきちんと反対し続けたいと。パレスチナ連帯運動してる引田さんなんですけど、ちょっとね、ひどすぎる決意かもしれないですけど、今こうやって個人情報のね、保護がどんどん壊されていって、デモに行くのね、やっぱり怖くなった人とかもいらっしゃるかと思うんですけど、やっぱりね、積極的にですね、アクティビストの人たちは、それでも路上に立ち続けるんだっていうメッセージを発信していくべきじゃないかなという気がします。私バイトしてた時に座って本読んでました。許してくれたのでね。でもそこはね、個人の今裁量になっちゃってるのかもしれないですね。なのでですね、相変わらずデモはたくさん起きているわけですが、先日の、オタクによる反戦でもアクト2というのがあったんですけど、麦わらの一味とですね、ドランスフラッグと、なんかマカロ1コマ掲げているんですが、こういうのでも流行していけばいいなと思いますよね。日本独特のね、これだと思うので、そんなものが政治であってたまるかっていう、どんどん言っていきたいなと思います。そうですね、諦めずに戦っていきたいなと思います。日本のスーパーも一時で言っては最近になってようやくレジのパートさんに椅子を用意するところが出てきましたが、早く当たり前になってほしいですね。はい。ということでですね、すいません、大変長い時間お付き合いいただきありがとうございました。最後にちょっとこちらの画像を見て終わりにしたいと思います。オタクによる反戦でもパート2の様子ですね。その磨き上げた想像力、共感力、私たちの武器ってそれだと思うんです。だから、辛くても一つイマジンしましょう。想像しましょう。その街のディテールをね、背景を、登場人物を、あの街にもきっと私たちと同じような人がいたはずです。その瓦礫の下のディテールを想像するんです。得意でしょ、そういうのね。そこに道を上げてきたわけですもんね。誰かが大切にしてきたフィギュアが埋まってるんです。集めまくった7インチが完璧にディスプレイされたしてあった模型が下に埋まってるんです。大切な楽器が、バイオリンが綺麗だったのに、瓦礫の下に真っ平らになった街の瓦礫で潰されてるんです。推しのポスターが、未開封の新作が、夏になったらライブに着ていこうと思っていた服が灰色の瓦礫に埋まってる。その灰色の瓦礫をズームすると至る所に赤茶色が見える。シールをベタベタ貼った PC が、読みかけの本、丸をつけたカレンダー埋まってる。週末の予定も、誰かが何かを好きだった時間とその記憶も想像しましょう。私たちの武器はそれだけです。できるだけディテールを想像しましょう。戦争はそこを潰しに行きます。そしてこんなのダメだと、我慢できない、許せないと声を上げましょう。そうやって戦争を憎み続けましょう。はい。あんまりコメントもできないですが、すいません、詰まっちゃいました。
ごめんなさい、あんまりコメントもできないで詰まっちゃったんですが、金剛寺武さんという方のですね、メイン演説ですね。イマジンしてみてから始まるスピーチのラストスパート、それまでの歓声がやみ、静寂で息を飲み、皆涙が流れた、瓦礫の下に埋まる大切な者たちということでですね。まあこれみんな思い出した人も多いかと思うんですけど、5月23日のオタクによる反戦デモアクト2でのこのスピーチできっと多くの人が思い出したのが2023年の11月空爆されたガザの瓦礫の人から BTS のメンバーの写真が見つかったことでしょうと。その持ち主のことを思い出しました。戦争に反対ということで、まあガザで起きたのは戦争ではありませんけれども、でも本当にね、まあ想像力といったら月並みの言葉に聞こえるかもしれないですけれども、やっぱり想像しないとダメですよ。実際今ね、政府がああやって戦争の計画を次から次へと立てていますけど、実際に戦争沙汰みたいになったら一体何が起きるのかと。まあ今ね、ナフサ不足でとんでもない状況になってますけれども、まあ実際にね、だからよその国の戦争が起きた状態でこんな状態に陥っているわけじゃないですか。だからですね、絶対に起こしてはいけないんですよ。起こしたらもうおしまいだということを、ですね、やっぱり考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。そう、戦争を憎み続けることですよね。そう、犠牲者は数字ではありません。ちなみに金剛寺さんなんですけれど、なんかまあアーティストの方なんですけれども、なんか若い頃はですね、世良正則さんのモノマネとかやってたらしいです。なんか時代というか運命の皮肉を感じますよね。はい。想像しましょうと個々人にチューニングした内容を想起させるのもまた素晴らしいですね。想像の余力を反戦派差別に割かなくていい社会にしましょうということで、はい。ということで、すいません。皆さん、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ということでですね、私たちのですね、上にはただ空があるだけでして、まあガザの空ともね、我々の空ともつながっていると思いますので、まあそういうことをですね、イマジンしていきましょう。ということで本日も、大変遅い時間までありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございました。ポピュリズムの話も生活保護費の話も何が社会を作っているルールなのかを知ると行動が変わると思います。つまり人権と経済です。その通りですね。だから本来それ一体のものなんですよね。どちらかを捨て去ってはいけない。なんですけれども、今の資本主義というか、まあ、パランティアみたいな人たちはですね、人権を捨て去ろうとしていますよね。まあ、やっぱりそれを許しちゃいけないと思いますよ。ありがとうございました。カラスマさんの配信聞いたりチャット欄見るのが最近の人生の慰めです。いやいやいや、ありがとうございます。嬉しいですが、ありがとうございます。お疲れ様でした。戦争、紛争、虐殺、差別、強権政治、独裁反対ということでですね。はい。ということで皆さんありがとうございました。なんか最後カッコつけたらちょっと詰まっちゃってごめんなさいでした。はい。ですね。まあそこも私らしいということで、はい。人権を生かすための経済をやっていきたいですね。はい、ということで大変今日遅い時間までありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございました。ですね、今週なんですけれども、なんかいろいろ忙しくて、ちょっとね、あんまり他のことやってる時間がごめんなさい、ないかもしれないのですが、まあよかったらね、ノートの、モジュロの話読んでおいてください。29日の日はですね、ちょっと用事があるんで、まあちょっと遅くなっちゃう、10時ぐらいになっちゃうと思うんですけれども、配信はしようと思います。ただ、あんまりね、長くやるとね、皆さんも大変だと思うので、はい。まあちょっと短めにね、本当になんかあんまり、時事とかね、戦争の話とか、あんまりしないような感じの、まあ本来の雑談というか、的な感じで、軽い感じでまあしようと思ってますので、よかったら見に来てください。ということでですね、逆だと滅んじゃいますからね、やっぱり持続可能性が大事ですよね。はい。ということで皆さん本当お付き合いありがとうございます。あと土曜日はですね、音花風花さんと一緒に、コズミックホイールシスターフットのいよいよ、終盤になってるんですけれども、そのゲームの実況の方も続けていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価とよろしくぜひお願いいたします。はい、ということで皆様、遅い時間までありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。ありがとうございました。